どうもかいです。僕は今ベトナムに来ています。日本人の海外旅行先として今大人気のベトナム。今回はそのベトナムの中でも最も注目されているリゾート地と言ってもいいでしょう。ダナンの旅の様子をお届けします。不景気円安の中でもとんでもないコスパでリゾート気分を味わえるダナンの魅力をどのテレビ番組よりも YouTube チャンネルよりも詳しく余すことなくたっぷりとお届けします。一緒に海外旅行気分を味わいましょう。それでは行ってみましょう。Cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cà dê an toàn đã tắt. Quý khách không cẩn thận khi mở hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không tự ý mở cửa. さあ、ノイバイ国際空港に到着しましたよ。今回は福岡からここハノイを経由してダナンに向かいます。日本からの直行便だと成田空港から出てるんですけど、直行便よりも経由便の方が安いケースも多いので、こうやって経由していく人も多いんじゃないでしょうかね。で、ハノイのこのノイバイ国際空港に到着して外に出てくるとこんな感じで案内板が目の前にあります。ダナンへは国内線を使って行く必要があるんで、今いる国際線のターミナル2から国内線のターミナル1に向かいます。左上にバスがあるって書いてますね。一つ道路を渡ったらこれだ。インターナショナルターミナルとドメスティックターミナルの無料バスですね。こんな感じでアライバル出て道路を渡ったところ、左上にシャトルバストゥターミナル1って書いてるんで分かりやすいですね。はい、このバスに乗って到着しました。国内線の第1ターミナルですね。日本の真夏を出てきてベトナムにやってきたんですけどね、日本の夏と同じぐらいさすがにベトナムも暑いですね。今は寒気なんで。こんな感じで1回ターミナル間を移動する必要があるんで、ホーチミンとかハノイ乗り継ぎの場合は2時間半から3時間ぐらいは時間あった方が安心ですね。で、今回は16時30分のダナン行き、右下あたりにあるやつに乗ります。で、国内線でもう1回荷物預けるんですけど、左奥の方が一般レーンがあって、こっち側にスカイプライオリティ、上級会員用のレーンがあるんですけど、僕はスカイチームの上級会員ではないんですけど、ベトナム航空と ANA は独自で業務提携をしてて、 ANA の上級会員の資格をこのベトナム航空で使うことができるみたいですね。僕は SFC 修行でスターアライアンスゴールドなんで、福岡空港から乗るときも優先チェックインのカウンターを利用できて、ラウンジも利用することができました。コードシェア便じゃないと使えないと思ってたんですけどね、行けましたね。そういうもんなのか。これは素晴らしい。保安検査を通過して制限エリア内に入ってきました。ハノイの国内線使うのは今回僕初めてですね。2階にラウンジがあるみたいなんでラウンジ行きます。上に来てプライオリティパスで入れるのが左上のソンホンラウンジっていうところがあるんですけどね、右側にはロータスラウンジ、ベトナム航空のラウンジありますね。さすがにスターアライアンスゴールドだとここは使えないのかな。ANA とのコードシェア便を利用しないと入れませんでしたね、ベトナム航空のラウンジは。なんでプライオリティパスで入れるソンホンラウンジにやってきました。ラウンジ飯めっちゃいい感じ。早速ベトナム料理のフォーがいただきますね。これライブキッチンで作ってもらいました。で、あとは東南アジアとかアジアン諸国でありがちなおかゆとか、これがチェーっていう風に書いてますね。これもベトナムの有名なスイーツですよね。お団子みたいなのがいっぱい入ってるんです。あとはこの辺はフライドライスであったり、お魚、お肉、お豆腐のお料理もあります。そしてハノイって書いてますね。これはベトナムのビールでしょう。ちょっと泡多すぎやろ。いいや。はい、じゃあベトナム来て最初の乾杯です。実は今日はここで友達と待ち合わせしてるんですけどね、まだ来てないので一人で飲んじゃいます。いや、暑い日のビール最高やな、やっぱ。さあ、そしてフォーをいただきましょう。ライムかけて。5年ぶりぐらいのベトナムだな、確か。ちょっとビーフの出汁が効いたさっぱりとしたスープにピリッと唐辛子、そしてパクチーの風味がたまんないですね。で、米粉で作ったきしめんみたいなこの平らな麺がね、日本人好みですよね、やっぱフォーは。うまい。ほんとこのパクチーの風味が東南アジア帰ってきたって感じだ。
窓際の席からとかだったらこんな感じで奥の方に飛行機もはっきりと見えていますね。左手がベトナム航空で、ちょうど真ん中にあるボーイング787でダナンまで行くと思います。国内線だけどやっぱニーズがあるんでしょうね。ジャンボ Z で行くことになってます。いや、このベトナム航空のロゴ、国歌であるハスが描かれているんですよね。そしてこのターコイズブルーの色合いが個人的には綺麗で好きですね。ブルーとゴールドがよくマッチしてます。はい、そして搭乗の時間になってゲート前に来ました。今目の前に見えてる真ん中のでっかい飛行機に乗る予定ですね。ジャンボなのにバスで行くのか、珍しい。バスなんですけど、ゴールドメンバーだったらこんな感じでいい感じのソファー座席のバスを準備してくれましたね。ここでも恩恵受けれてます。スターアライアンスゴールドの。うわ、すごい。今乗る瞬間に開けてくれた。このケース初めてだ。sử dụng trên máy bay và chế độ im lặng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Các thiết bị điện tử sắt tay phải được kích hoạt khi máy bay bắt đầu di chuyển. 787ダッシュ10で新しい機材だからめっちゃ綺麗だ。モニターも大きいし、シートビッチも広々。福岡からハノイはね、エアバス321でめっちゃシートビッチ LCC 並みに狭かったからびっくりしたんだけど、これなら快適。なんかシートポケットの中に前の人が多分これ食べたバーガーキングのゴミがあったんだけど、海外だとあるあるっすね。うおー、今上に飛んでいきましたね。エンジンめちゃでかいな。やっぱ787こうやって間近で見ると、飛行機好きはこんなん見ると興奮します。なんかこれ面白いな。川沿いに人が集まるとかはわかるんだけど、エンジンの隣のところ、山の周りに集落が集まってる感じですね。あんまり日本じゃ見ない光景。なんでなんだろう。はい、ダナン到着です。国内線で降りたの初めてなんだけど、ここ目の前がアライバルゲートで、出て右手ずっと進んでいったらグラブの乗り場があるみたい。白タクだと結構ぼったくられることがあるみたいなんで、グラブタクシー使うのが無難っていう風に書いてました。こっちずっと進んでいって、多分左手の駐車場あたりに緑の傘でグラブって書いてるやつがあると思うんだけどな、ピックアップポイントが。さっき見えていたこれですね。緑のパラソルのところでした。はい、無事グラブを捕まえて、これからまずはホイアンのホテルに泊まります。ホイアンで2泊した後にダナンで5泊する予定にしてるんですけど、今ここはダナンの中心部を流れるハン川っていうところを渡ってます。はい、今日泊まるホテルルネッサンスホイアンに到着しました。ここに泊まった理由は、明日チャム島っていう離島に行くんですけど、そこの船着き場が近いんですよね。ホイアンの旧市街地まではちょっと距離がありますけど、でもグラブタクシーでそんな遠くないんで、マリオットの僕プラチナエリートなんで、お部屋のアップグレードもされるかなと思ってやってきました。楽しみです。入った瞬間めっちゃいい匂いがするわ。で、前にはロビーバーみたいなのがあって、左手あれ奥の方なんかすごいランタンがある。これすごいな。 R はルネッサンスの R ですよね。で、ここのホイアンはランタンで有名なところなんで、こんな感じで後ろには綺麗にランタンが並べられているんですよね。めちゃくちゃ綺麗だわこれ。このローカルな色をしっかりとホテルの中に落とし込んでいる感じ、いいですね。で、玄関入って右手のここがレセプションでチェックインします。So firstly, thank you for being our Platinum Elite member. Now right now we already upgrade to the Twin Ocean View for you. Yeah. So this is for the breakfast tonight. カードキールネッサンスでエリートって書いてますね。オープン。はい。で、お部屋入って
お部屋の中は比較的シンプルな作りではありますかね。こんな感じでベッドが2台並んでいて、左右にライトがついていて、奥の方には足を伸ばせるソファーがあって、大きなテレビ、そしてここにはデスクがありますけど、フルーツとこれスナックのサービスが置かれてますね。これ多分プラチナエリートだから置いてくれてるんだと思います。で、右手にはレストランの情報とか各種施設の情報が書かれた紙ですかね。で、アップグレードしてくれたんで眺望が良くなっているはずです。一番ボトムの客室を予約して、眺望は多分ガーデンビューか何かだと思うんですけど、これ目の前プールと右手にはオーシャンビューが広がります。今は夜なんで見えてないですけどね、これ朝起きた時どんな景色が広がってるか楽しみですね。これホテルの中でもかなり海に近い方をアサインしてくれましたね、お部屋。そしてここが水回りですね。目の前に洗面台、鏡があって、左手にトイレがあって、こっちの右手、バスタブはかなりこれ広々として快適そうですね。足を思いっきり伸ばせそうだし、日本人好みの深さのあるバスタブになってます。で、こっち側にはシャワーがあって、広々空間、ハンドシャワー、レインシャワーもついてて、アメニティももちろんあります。ちょっと外に出てきてみましたけど、これ右手にはバーがありますね。プールサイドでもお酒が飲めるようになってます。で、左手にプールがあります。夜はライトアップされて、なかなかいい雰囲気が流れてるんじゃないですかね。かなりこれプール面積広いですね。滞在中どっかのタイミングでせっかくだからプール泳ごうかな。でもここはやっぱり街中から離れたリゾートなんで、夜になるととっても静かですね。はい、で今日はホテルで軽くディナーをいただこうと思います。レストランめちゃくちゃ広いわ、これすごっ。この一番上のホイアンチキンフライドライスってやつで、ベトナムのドンはね、桁が本当にでかくて、これ1、10、100、1000万、10万、15万ドンってめっちゃ高そうに見えると思うんですけどね、日本円に換算すると後ろの0、3つを取って6倍ぐらいの値段になります。それか後ろの0、2つ取って半分ちょいぐらいっていうイメージだから、これだとどれぐらい、だいたい800円ぐらいかですね。800何十円ぐらいです。高級ホテルの割にはやっぱりコスパいいですね、ベトナム。あとは無難なこの一番下のハンバーガー、ビーフバーガーも頼みます。フーダ is a local drink in Hoi An. In the Da Nang. Da Nang. You have a try this. Thank you. Thank you. はい、じゃあ到着して、僕が注文したのはスタッフさんにおすすめを聞いて、マンゴーバティーダスパイス。いや、マンゴースムージーですね。中にココナッツとコンデンスミルク、あとはライムでちょっと酸味を出してる感じかな。友達にいっぱいもらいます。フーダ。いや、うまいですね。ハイネケンに若干コクがついたような感じで、個人的に好きですね、これ。これね、5万ドンだから300円しないぐらいですよ。この高級ホテルでビール飲んで、その価格は安すぎる。やっぱりベトナムはコスパいいですね。これちょっとビール僕も頼もうかなっていうね、思っちゃいました。やってきました。ホイアンチキンライス。コムガーっていうダナンで食べるチキンライスは手羽先を丸ごとカリカリに揚げたやつがライスと一緒にくっついてるんですけど、ホイアンはこんな感じで刻まれた、茹でられたやつかな、鶏がこうやって添えられてる感じなんですよね。でセットでスープもついてきました。これもうまそう。そしてダブルチーズバーガーです。豪華に牛肉2枚乗ってます。これもうまそう。ライムをかけて、このほんのりと添えられてるハーブの香りが漂ってきて、すごいさっぱりとした味わいで、焦がしネギも上に乗っててちょっと香ばしくで、やっぱ茹でられた鶏肉なんでね、全体的にさっぱりですね。シンガポールとかで食べるハイナンチキンライスと似たような感じかな。それよりちょっと香ばしく、あとハーブが香る感じかな。
まあでもこの米がちょっとこうターメリックみたいな風味がしっかり出てるんで、個人的にはベトナムで食べるチキンライスの方がタイとかシンガポールより好きかもしれないな。そしてハンバーガーいただきます。なんかこのバンがすごいふわふわでサクサクで香ばしくてうまいですね。お肉は普通ですね。若干こう硬い感じがする。この夜遅い到着でホテルの中で食べたとしてもそんなに高くならないからやっぱりいいわベトナムは。まあ今日はホテルで済ませましたけど、明日から街中のグルメをたっぷり堪能しようと思います。楽しみだな。でマリオットのプラチナエリート会員の特典で1000ポイントか、あとはビバレッジとウェルカムギフト選べるようになってて、ビバレッジとギフト選んだらこんな豪華なスイーツとドリンク出てきました。ドリンクはなんか珍しかったんでココナッツコーヒーってやつ選んでみたんだけど、これどんな味するんだろう。飲んでみます。ココナッツコーヒー。でも美味しいかも。多分これコーヒーはエスプレッソみたいにしっかりとこう苦味のある濃いやつが入ってて、その中に練乳っぽいコンデンスミルクですね、甘いやつでココナッツも入ってて南国の風味も漂ってくるし、ヤモリヤモリがいた。うまい。これはなかなかいい感じですね。甘すぎるの好きじゃないけどちゃんとコーヒーの苦味もあるからいい感じ。はい、おはようございます。朝になって見てください。雲一つない快晴に恵まれています。やっぱり寒気のダナンなんでね、これは今日は離島に行ったら絶対綺麗な海が見られるわ。そして右手、昨日夜見えてなかった海がこんな感じで見えてます。ボートが走ってるのもちょっと右奥の方に見えてるかな。目の前ちょっと木がね邪魔なんですけどね、4階とかだったらもうちょっと上から海望めていい感じになるのかもしれないけど、じゃあ朝食食べて離島のツアーに出かけます。レストランに行く途中にプールを横切ってるんですけど、めちゃくちゃ綺麗だ。これは絵に描いたようなインフィニティプールが目の前に広がってますね。これいや素晴らしい。まだ今朝の7時半過ぎぐらいなんで、かなり早い時間帯で誰も泳いでないんでね、いや明日の朝とか泳ごうかな。太陽も綺麗に見えてますね、右奥に。昨日夕食食べたところが朝食会場になってます。こんな感じで左手側奥の方までビュッフェたくさん並んでます。朝食こんな感じ。ツアーまでそんなに時間がないから、そんなにたくさん取ってきてませんけど、フォーにエッグベネディクトで、これが野菜ね、しっかり取った方がいいんで焼き野菜とかが、あとはキノコありますし、手前側には南国フルーツ、今真夏だからマンゴー絶対美味しい。あとはスムージーもあったし、友達もこんな感じでお買い持ってきてます。そして昨日の夜は見えなかったオーシャンビューを窓の向こうに眺めながらいただきます。ご飯食べてテラス席に出てきてみたんですけど、もう本当に目の前が海ですね。でこれから行くチャム島という離島は多分この真ん中のやつですね。そこそこ大きな島です。こうやって見るとめっちゃ近いからあっという間に到着できそうですけどね。スピードボートで20分って言ってたかな。はい、ツアーでホテルのロビーまで迎えに来てもらいました。集合時刻より10分ぐらい遅れてますけどね。ここっぽいな。ツアーみたいな。歩いて10分って書いてたからな、ホテルからでも。港到着してツアー参加者がかなりたくさんいるんですね。基本的にこれチャム島は個人で行くとほとんど便がないと思うんで、ツアーで行く人が多いと思うんで、こんな感じでスピードボートがたくさん港に止まってますね。でも見渡す限り日本人はほとんどいません。これが僕らが乗るボートみたいです。いやスピードボートに乗るのは数年前のピピ島行った以来だな。出発しました。こっちの港から一旦おさらばして、さっきホテルから見えていたチャム島に向かいます。だいたい15分ぐらいで島に着くみたいです。今日は天気もいいし波も穏やかっぽいので快適な船旅になるんじゃないかな。なんか湿地帯みたいな
ところが広がってて、ボートがたくさんありますね。ボート遊泳のアクティビティとかもなんか見た感じありそうだけど、この辺はなんかたくさん網が張っていて、何なんだろうかな、これは罠か何かかな、鳥の。おお、いい感じでスピード飛ばしてますよ。これ見る感じだと前の方にボートがたくさん走ってるから、この時間帯にみんなチャム島にツアーで向かってるっていう感じですね。右端に見えてる大きな島。さあ、もうすぐ到着ですよ。やっぱり天気がいいからスピードボート結構縦にバンバンってなるけど、これぐらいだったら全然大したことないね。手塚の大好きな目の前に見えてます。これから向かうチャム島はユネスコ世界生物圏保護区にも指定されています。チャム島では古代の遺跡も見られて、この島は2世紀から19世紀初頭まで存在したチャンパ王国という古代王国の一部として存在し、海洋交通や貿易の拠点として利用されていたと考えられています。チャンパ王国の遺跡といえば、ユネスコ世界遺産に登録されているミーソン遺跡。ここもダナン・ホイアンから訪れられる有名な観光スポットの一つですが、ここチャム島もチャム族の影響を受けた場所です。ビーチ遊泳、シュノーケル、ダイビングを楽しめる美しい自然はもちろん、歴史的文化遺産も見ることができる魅力的な離島ですね。はい、で最初は軽く島内観光するみたいです。桟橋から中に入ってきます。なんかこの島の大きさとか規模感がちょっと宮島っぽいんだよな。最近行ったなんかお家っぽいのもいくつかあるから、普通に人もたくさん住んでるみたい。おお、なんかいいね、この木のトンネル、左右木々に囲まれた通りが、カラフルなパラソルがちょっとホイアンっぽいね。これもまた右手にランタンも飾られてます。最初はチャム島の海洋保護区、多分この辺りの生態系を保護している施設に連れてきてくれて、いろいろ生態系の説明をしてくれてますね。左奥にある写真とかを見ながら、まあ英語がわからない人は日本語ツアーに参加する方が無難ですね。すごい、なんか学校もあるわ。で人工芝がめちゃくちゃ整っててびっくりした。日本の小学校でもこんなに整った人工芝のコートないですからね。こんなちっちゃな島なのに。この辺りは水を取るためにこんな感じで山から流れてくる水を井戸で汲み上げてるってことですね。なんか集落っぽいと言うべきか、観光地っぽいと言った方がいいのかな。売店もところどころにこんな感じであって、間をくぐって次のスポットに向かっています。いや、日差しが強いからね、こうやって木陰とかシートかぶせてくれるからすごい涼しく歩けるわ。お、抜けていくとなんかすごい光景が出てきたぞ。いや、いいね。この右手左手に雄大な山が見えて、真ん中がちょっと盆地っぽくなってて、歴史的建造物ですよ。これもやっぱほら宮島っぽいですよ。歴史的な建物がある感じが。なんやろあれ。いやー、のどかな風景が広がってますね。で真ん中に立派なお寺があるんですけど、こっちの右手に見えてるのが中学校ですね。そしてさらに右手にもちょっと背丈の低いお寺、寺院が見えてます。これ牛さんたちがたくさんいますけど、ヒンズー教の寺院だと思うんで、牛は神様という風に捉えられているから、こうやってたくさんいるんですかね。いやー、すごい。牛さんたちも尻尾たくさん振って幸せそうですね。こんなのどかな大自然いっぱいのところに身を置いて食べられることもないしね。さっき観光客の人がたくさん歩いていったのが見えていた、ここがハイタンパゴダというお寺です。チャム島で最も重要な仏教寺院の一つで、1758年に建てられました。チャム島の人々や漁師たちにとって精神的な中心であり、平和や繁栄を祈る場所です。ここでお祈りをしてからマリンアクティビティに出かける人が多いみたいですね。桟橋戻ってきました。これからシュノーケリングスポットに行ってシュノーケリングするみたいです。シ
シュノーケリングスポット到着。この岩の浸食間近で見るとめっちゃすごいな。そして下を見ると透明度抜群の海です。楽しみだ。はい、ビーチに到着してここでランチ食べて、ここのビーチサイドで自由時間みたいです。海は結構透明度が高くていい感じですね。ダナンの海ってそんなに実は綺麗なわけじゃないんですけど、さすがに離島に来たら透明度抜群、雰囲気出ますね。南国っぽい。はい、で海沿いのレストランでご飯です。ツアー参加なんでこんな感じでテーブルにお料理出してくれて、これを勝手に取り分けて食べる感じなのかな。なんかいっぱい出てきたわ。なんかどんどん出てきて、野菜炒めみたいなやつ、ココナッツジュースです。ココナッツジュースいただきます。これうまいぞ。めっちゃ冷えてて、ココナッツジュースってなんか場所によってはそんななんか微妙なところがあるけど、めっちゃ冷えててうまい。これうまい。こっちの飯は普通。はい、でご飯食べて、ここのビーチで自由時間なんで1時間ぐらいゆっくりできます。遊泳楽しんでもいいし、ゆっくりビーチサイドのチェアでくつろいでもいいし、いやでもやっぱこの右手の景色見ると離島に来たなっていう感じでいいですね。海も綺麗だ。入るぞ。めちゃくちゃあったかい真夏のダナンのビーチ。はい、ホテル帰ってきました。海でも泳ぎましたし、結構体がベトベトだったんで、プールドボン、そしてシャワー浴びてすっきりして、これからホイアンに行きましょうかね。いやーやっぱいいっすね、プールの雰囲気。ちょっと汗かいてから入るプールはマジで気持ちがいい。はい、じゃあホテルにグラブタクシーを呼んで行きます。ホイアンの街中に。はい、ホイアンの旧市街地やってきました。バイクがたくさん走ってますけど、そして信号ないですけど、ここを渡らなきゃいけないんです。ベトナムはこれぐらいだったらね、ホーチミンとかハノイに比べたら全然大したことないんで余裕で渡れます。キーワードは走るなです。走るな、そう、走っちゃダメです。歩いて渡ることを想定してバイクが勝手に避けてくれるんでね、走っちゃダメです、日本と違って。でさっきの横断歩道を渡って、この辺りはもう完全に歩行者天国になってるから、快適に街歩きを楽しむことができるようになってますね。もう早速この緑と、そしてホイアンらしい黄色の壁の建物で、ランタンがね左右のお店にずらっと飾られているのもよく見えると思います。いややっぱりいいな、この雰囲気。ホイアン、こういうちょっと裏路地というかね、小道が本当に雰囲気がいいんですよね。ここのホイアンはこうやって綺麗なお花もたくさん咲いてるところがあるので、写真を楽しんでる人もいますね。そしてここが上にランタンが飾られているから一番有名な通りになってますね。夜はもっと人でごった返すと思うんですけど、今まだ夕方の4時半頃なんで比較的落ち着いています。ちょっと海にも行って疲れたんで、美味しいコーヒー屋さんに入ってゆっくりしようと思います。さあ、そしてこれ以前にも行ったことがあるんですけど、美味しかったからもう一回行きました。ホイアンロースタリー、いくつかホイアンの中に店舗があると思います。いや久々だから楽しみ。
でこれがメニュー、前回飲んだこの右下の特別な容器使ってコーヒーをドリップするようなやつ、これがうまかったんで頼みます。次のページはちょっとユニークな、昨日ホテルでも飲んだココナッツアイスコーヒーとか、あとエッグコーヒーっていうものもありますね。あとは抽出方法を変えたやつ、フレンチプレスとかフアオーバーとか書いてます。いや本当にここのカフェ雰囲気もいいしね、これがめちゃくちゃ美味しかった記憶があるからいただきます。さあね、店内はクーラーとか効いてなくてファンが回ってるだけなんで結構暑いんですけど、そういう時こそこれが美味しく感じるはず。いやーこれはめっちゃうまいわ。鮮度の高い豆がしっかりと濃く抽出されていて絶品ですね。苦味も風味もしっかり出ている感じなんだけど、後味はすっきりうまい。まあ多分抽出相当時間ちゃんとかけてるから、やっぱそれでキレッキレでこう苦味とか深みがある味わいになるんでしょうね。そしてココナッツコーヒーもいただきます。あ、昨日のホテルのやつよりもこれココナッツとかミルクがしっかりと効いてる感じですね。個人的にはでもこれは昨日のホテルのココナッツコーヒーの方がうまいかも。なんかエスプレッソがちゃんと効いててコーヒーがより風味がちゃんと出てたから、ココナッツの実が入ってるぐらいだから、やっぱココナッツ好きだったらこっちがいいかもしれないけど。そして次にやってきたのは、今これ目の前に見えているのが日本橋というホイアンの有名な観光スポットの一つです。で、名前が日本橋っていうのは想像がつくと思いますけど、これは日本人が作った橋ということでそういう風に呼ばれているんですね。実はこれ最近まで修復作業をしていて、ほんの数週間前に修復が完了したばっかりなんで、今回来たタイミングでこうやって完成した姿を見ることができて本当に良かったですね。橋の上にもたくさんの観光客の人たちがいるのが見てわかる通りね、こっち側も橋なんですけど、向こうをバックに写真を撮ってる人とかがたくさんいて賑わっていますね。でも確かに明らかに修復前よりもこの下の石段のところとか上の瓦とかがちゃんと新しくなってより明るい雰囲気になってるような気がしますね。そして橋の下にやってきました。結構これ門が本当にしっかりとした作りになっているんですよね。これ何？なんかワンちゃんみたいな狛犬みたいな感じかな。確かにこう日本の寺院に来たような雰囲気も中に入ってくると流れていますよね。修復作業されて床とかもなんかすごい安定してる気がしますね。橋はちょっと高さがあるんで、橋の上からこんな感じで川の景色も望むことができるようになってますね。で、川を挟んで対岸の向こう側がアンホイ島っていう島になってるんですね。あっちの真ん中のところの賑わってるところで夜ナイトマーケットが開催されるんで、もう今もしかしたら始まってるのかな。かなり人たくさんいるから、もうちょっと暗くなったらあっちの方にも行ってみようかな。いやー、川沿いの散歩も気持ちがいいわ。右手にボートもたくさんありますけど、夜の時間帯の方がロマンチックで綺麗にボート乗れると思うんでね。いや、この左手のランタンがたくさん連なっている黄色い壁のレストランがたくさん連なっている感じもいいな。めっちゃいい感じの雰囲気で、メニューを見てみると、これがまずスターターズですね。せっかくなんでコースっぽくいただこうかと思います。で、一番下のホイアンの前菜の盛り合わせ頼んでみます。次のページにはメインコース、メインのディッシュがあって、店員さんにおすすめ聞いたら一番上のカオラウですね。これがホイアンのローカルフードなんで、で右手になんかお肉も食べたいなと思っておすすめ聞いたら、上から2番目のダックウィズカシューナッツってやつ注文してみました。で、次のページには多国籍な料理もあるのかな。ここに一番上トムヤムクンとかもあるし、下にはステーキで、
右には、パスタとかリゾットとか書いてます。で最後のページにはデザートもありました。でホイアンのローカルの前菜セットみたいなやつですね。手前側がホワイトローズ、エビが巻かれた有名なやつですね。で左側が揚げワンタンで、右上がクリスピースプリングロールって言ってましたね。はい、そしてまたこれがホイアンのローカルドリンクですね。雰囲気これめっちゃ良くない？ランタンとこっち側川の景色が。乾杯です。うまい。すごいすっきりしたビールだ。これグイグイ飲めるやつだなかなりすっきりしてるこのビール。さあホワイトローズです。これ実はまだ僕食べたことないんですよね。ワンタンとエビ、ワンタンがすごいもちもちで、そこにエビの香りがふわっと広がっていく感じが、食感と味わいがいいわ。でフライドオニオンかな、それでちょっと香ばしさも出ててバランスのいいワンタン、そして揚げワンタン、タコスみたいね、パクチーがいい。これも中にエビが入ってるのかな。でトマトソースにパクチー、この組み合わせがいいね。なんかこう西洋の料理とアジアン料理の融合で、合う組み合わせですよね。このサクサク揚げ物にはビールですね。雰囲気も味も最高。うまい。クリスピースプリングロール、ちょっとからしソースみたいなのにつけて、うまっ。中になんかひき肉っぽいお肉の風味も若干して、エビの風味もあるのかな。野菜の風味とお肉の風味が強いかな。シューマイをサクサクの生地で仕上げたような感じで、このサクサクの食感がこうちょっと何層にもなってる感じがめっちゃうまい。でこのチリソースで若干こうピリ辛な感じ、オリエンタルな味わいになって、これが一番うまいな。この3つの中だったら、これもビールが合うね。うまい。ベトナム最高。こんなにいい雰囲気で結構評価が高くて、Google だと一応ね高級料理店って書いてたからベトナムの中では高いと思うんだけど、でもこれで700何十円で、そうしかも午後の1時から7時まではハッピーアワーだから、このビール2杯頼んだら1杯無料になります。結構ここ人気のお店なんで、7時以降だと予約しないとちょっと厳しいかもしれないです。このテラスの席で僕らちょっと早めに来たんで、7時までだったら OK だよっていう風に入れてくれてラッキーでした。しかもハッピーアワーでお酒1杯無料になるし、で同じの頼んだら無料になるってことでワインも頼んでます。はい、ワインとビール1杯ずつ無料です。でメインディッシュやってきました。これがカオラウシーフードって書いてたんで、シーフードがたっぷりで下に麺が待ってますね。ホイアンの伝統的な料理です。でこっちにはダックウィズなんとかナッツっていう風に書いてましたね。ナッツがたくさん乗ってます。うまそう。これもじゃあカオラウいただきます。シーフードたっぷり、麺料理ですね。ガイドブック見たら伊勢うどんがルーツと言われているとか書いてますよ。結構太麺。うまい。すごい。これ食感が独特な感じですね。もちもちってしてる感じではなく、程よくこう弾力があって若干ざらつきもある感じですよね。だけどシーフードとこの醤油ベースのちょっと甘めのソース、どちらかというと濃厚な味わいがしっかり染みついててうまい。そしてワインでも乾杯です。うますぎる。これは幸せ。そして雰囲気も最高。辺りはどんどんこうやって暗くなってきましたけど、前回もこんな感じのレストランでこの川眺めながらディナーしたんですけど、やっぱり雰囲気いいですね。他でなかなか味わえない体験、こうやって歴史的な建造物、ローカルな雰囲気でありつつもランタンとかでね派手にライトアップされていて見応えがありますし、ハノイとかホチミンとかダナンとかああいう街中よりも想像しくなく落ち着いてロマンチックにご飯をいただける雰囲気が、これはもう一回行きたくなりますね。絶対このダナンホイアン旅行ではこの食事のスタイルはおすすめですね。そして夜またこの旧市街を歩いてみると、ランタンがこんな感じで全体的に綺麗にライトアップされていて素敵な雰囲気が広がっていますね。これは綺麗だわ。ホイアン来たのは2回目ですけど、何回来てもこの景色見るとテンション上がりますね。
わあ、この建物とかめっちゃ古風な感じで好きだわ。いい雰囲気が流れてる、このちょっとシックな感じ。こういう雰囲気のいいレストランやカフェがそこら中にあります、ホイアン。そして夜になったんで、せっかくだからこの目の前たくさん走ってるボートに乗ろうかな。で、あそこの真ん中にある大きな橋、たくさん人がいますけど、これを渡ったらさっき日が出てる時に説明した夜市みたいな感じですね。屋台がたくさん連なってる通りがあります。今橋渡って向こうの夜市がある方面に向かってます。前回来た時ここなんかもっと混んでた気するんだけど、多分土日か何かだったと思うんですよね、前回来た時。今日はまあ平日なんでこれで結構マシな方だと思います。全然前に進めるし、さすが人気の観光地ホイアン。橋渡ってきたらこっちの方がなんか夜はすごいにぎわいを見せてる感じがする。お店もたくさん。この辺が屋台の通りですね。いやー、すごい。右側のランタンの豪華絢爛な感じがまさにホイアンに来たなっていう感じだ。なるほどね。こんな感じでランタンに囲まれて素敵な写真が撮れるっていうことですね。マンゴージュースが3万ドンだからサブ68、180円ぐらい。めっちゃ安い。せっかくだから絞りたてのマンゴージュースいただこうかな。わおすごい、めっちゃ溢れるほど入れてくれた。わお Thank you Come on。 いや、すごい。こんな入れ方されたの初めて。ベトナムの人はサービス精神旺盛ですね。いただきます。いやー、キンキンに冷えてて新鮮なマンゴー、めっちゃうまい。果肉も中にどっさりと入ってる。やっぱり南国で飲む南国フルーツジュース最高ですね。はい、じゃあ今からボート乗ります。なんかね、7時頃はかなり混んでたんだけど、8時ぐらいになったらだいぶ空いてきたからすぐに乗れます。で、15万ドンだったかな、だいたい800円ぐらいで2人で乗れて、この灯籠流し、火をつけて流せば願いが叶うってやつ。これもね、なんかその辺に物売りの人がいるんで、20万ドンって言われて高いって言って100万に値切りました。まあもしかしたらもっと値切れるかも。おー、いや、貸し切りっていうのがいいね、これ。はい、ボートに乗ってだいたい20分ぐらい遊覧を楽しめるみたいです。出発。さっき渡った橋が綺麗に見えてます。手前側にもランタン。なんかこれ不思議な色ですね。まるでスイカのような色合いしてるけど、スイカじゃないね、これ。あれだ、瓦の色でしょ、あの赤いやつは。瓦の色だ。あれじゃない、日本橋っぽいなんか形してる。スイカにしか見えないけどな。おお、すごい。橋の下をくぐるフェリーに乗った時を思い出すけど、ミニチュアな感じはこれはこれでテンション上がります。じゃあこれを流せば願い事をするということでいきます。うおー、綺麗に流れたー。YouTube で100万登録を願いました。歩きながら街の景色眺めるのもいいですけど、こうやってゆらゆらとゆっくりと時の流れを感じながら素敵な街並みを見るのもいいですね。また別の楽しみ方。僕らがさっきご飯食べたところもこっちにあるんじゃないかな。今この真ん中に見えている建物がさっきご飯食べたところですね。左手に路地がちょっとあって、いやでもこれだけランタンが綺麗に彩られている街もね、世界中探してもなかなかないと思うんで、やっぱりホイアンは特別感がありますね。ベトナム旅行の中でもなんかすごい賑わってるようでも落ち着いた雰囲気なのがいいな。プーケットのバングラ通りとかパタヤとかね、あれはあれでどんちゃん騒ぎで賑やかで楽しいんだけど、こっちの方がより大人の雰囲気が漂ってるっていう、落ち着いてる感じがいいわ、ホイアンやっぱ。
はい、ホテルに帰ってきました。で、明日は特に朝早いわけでもないですし、今日は夜ゆっくりと動画鑑賞とかネットサーフして楽しもうと思ってるんですけど、ここで旅行中、普段使いでも皆さんにお勧めできるサービスを一つ紹介しようと思うんですけど、こちらの NordVPN というサービスですね。PR という形ですけど、普段使い、僕にとってはなくてはならない存在なんで、皆さんの中にも必要な方がいると思うんで、数分だけ紹介させてください。さっき動画鑑賞とかネットサーフの話しましたけど、旅中にこういうホテルとかカフェで無料の Wi-Fi につなぐことありますよね。その時にセキュリティを気にしたことはありますか？旅行中のこういうフリー Wi-Fi は同じ Wi-Fi につないでる人同士だと大事な情報、例えばクレカ情報とか大事なアカウントのパスワードとかを抜き取られるリスクがあるんですよね。またホテルの名前を利用した偽サイトや偽 Wi-Fi を作ってそういう大事な情報を抜き取る人がたまにいるみたいです。フィッシング詐欺というやつですね。もしそういうことがあって旅中に大切なクレジットカードの情報とか SNS のアカウントが乗っ取られたら最悪ですよね。そこで僕は NordVPN というサービスを使ってセキュリティをより強固なものにしてます。この VPN を使うことによってメリットはいくつかあるんですけど、大きなものとしては2つですね。今言ったように1つ目、セキュリティを強化できる。で、セキュリティ強化だけでなく、2つ目はどの国にいたとしても世界中のネットワークにアクセスすることができるんですよ。詳しくはちょっと後で述べるんですけど、1つ目のセキュリティの強化についてなんですけど、今言ったようにフリー Wi-Fi っていうのは無防備の状態で見知らぬ人たちの中にいるようなイメージですね。ただ VPN を使うことで他の人たちから隔離された中で自分だけの空間を作って防御を固めてネットを使うっていうイメージになるんですよね。僕は特にね、自分の SNS のアカウントを使うとき、パスワードとか打ち込むとき、あとは銀行口座とかクレジットカード、大事な金融機関を使うときとかは絶対に情報を盗まれたくないんで VPN を使うようにしてますね。フリー Wi-Fi を使うときは。で、2つ目の世界中のネットワークにアクセスできるっていうのはどういうことやねんって思った人もいるかもしれないんですけど、簡単に言うとインターネット上で日本でしか見ることができないはずのものを海外から見ることができるようになる。また反対に海外でしか見ることができないはずのものを日本から見ることもできるようになります。例えば皆さんが日常的に日本で見ている動画配信サービスですね。もう今の時代は山ほど動画配信のサービスあると思うんですけど、これ意外と知らない人いるんですけど、海外から日本で契約した動画配信サービスって見れないケースが多いんですね。結構ね、こういうホテルでゆっくりするとき、皆さんが日常的に見ている動画配信サービスあると思うんですけど、それ見れないとちょっと嫌ですよね。僕の場合はサッカー J リーグ大好きなんで、海外からだとこの VPN を使わないとその動画配信サービス利用できないんですよね。だから重宝してます。ダウンってやつですね。あとはとか T とかね、使ってる人多いでしょ。今のは国内のサービスを海外から見たい場合の話をしましたけど、逆のケースですね。国内にいながら海外でしか見られないものを見る。例えばジブリとかハリーポッターって日本だと動画配信サービスだと見放題のものが確かないんじゃないのかなと思いますけど、ただこれらは他の国のネットワークにつなげば日本で契約している動画配信サービスを利用して見ることができるんですよね。なのでジブリとかハリーポッター好きな人多いと思うんで、動画配信サービスで見放題で見たいっていう人はこの NordVPN 契約するのありだと思います。あとは海外のネットワークにアクセスした方がホテルとか航空券がちょっと安くなるケースもあるんで、できるだけコスパよく旅したいっていう人も NordVPN 契約してみる価値があるかもしれません。今話したことは NordVPN メリットとか検索すれば出てくると思うんでね、さらにメリットを知りたい人はそれでチェックしてみてください。で、たくさんある VPN サービスの中でなんで僕が NordVPN を使うかというと、本当にコンパクトにまとめて気に入っているところを4つ言うと、1つ目は速度が安定している。実はね、VPN のデメリットとして普通に Wi-Fi を使っている時より若干速度が落ちるケースがあるんですよね。ただこの NordVPN はそんなに速度の低下を感じさせない安定したサービスの品質がありますね。で、2つ目がアプリの画面がすっごい分かりやすく直感的で使いやすいですね。接続するのは本当に簡単で、このアプリをタッチするとこうやって画面が開くんで、真ん中のクイック接続を押すと
こんな感じで、僕は最近日本の VPN を使ってたんで、ジャパンにすぐに接続できました。今ベトナムにいるんですけど、この VPN をつないでる状態であれば、日本で契約した動画配信サービス間違いなく利用できるっていうことですね。今日本につないでましたけど、例えば他の国検索でジブリが見れる一つの例を挙げると、このトルコですね、ターキーを検索してこれを押してみると、はい、こんな感じでターキーにつながったんで、簡単にトルコのインターネットにも接続できました。これでジブリの映画も見ることができます。で、3つ目が価格的にも他の VPN サービスと比べて高すぎたり安すぎたりすることもなく、適正価格で品質の高いものをちゃんと届けてくれるんで、これも安心感がありますね。そして4つ目がユーザーが多い。僕の知り合いも使っている人が本当にたくさんいるんで、たくさんの人が使っているということはやっぱり信頼されている証ですし、これもまた安心感がありますね。ぜひね、旅中にインターネット上のセキュリティを万全なものにして安心して旅を楽しみたい方、また国内から海外のサービス、海外からでも日本のサービスを利用して動画配信サービスを最大限楽しみたい方、今回ね、この動画を見てくれた方限定にお得な割引プランもあるので、ぜひ概要欄をチェックして NordVPN 興味がある方は登録購入してみてください。料金的にも1ヶ月500円を切る価格で利用できるんで、本当にもうドリンク1杯我慢するだけでこれ利用できるって考えたらね、そこまで高くないっていう風に思えると思いますよ。で、なんと30日間は全額返金保証があるんで、1回使ってみて、別に自分には必要ないかなって思ったら、やめればいいだけなんで、ぜひね、気軽に試してみることをお勧めします。はい、ということで今日は夜ゆっくりできそうなんで、NordVPN を使って動画でも見てリラックスして、明日はもう少しホイアンでゆっくりしてダナンに行くんで楽しみですね。おはようございます。翌朝、今日も素晴らしい雲一つない快晴に恵まれて最高の天気です。はい、で今日の朝食は昨日ちょっと食べ忘れたんですけど、バインミーがあったんでバインミーを取ってきました。やっぱ朝からこのオーシャンビューで朝食食べられるって最高だな。そして今回初のバインミーです。まずこのフランスパンがサクサクでめっちゃいい感じで、中にお野菜とかなんかマヨネーズっぽい濃厚なソースとちょっと辛みがあって、鶏肉と野菜とかも、具がたくさん入ってる感じですね。でパクチーもほんのり香ってくるんで、これもね東南アジアに来たって感じられる食べ物の一つですね。パンが普通にやっぱうまいな。サクサクや。いやうまいねバインミー。はい、でホイアンの街中からちょっと外れたところなんですけど、やってきたのがタランという、これがベトナムに住んでる友達に教えてもらったんですよね。おすすめのコスメのお店があるよっていうことで、僕の視聴者さんね、ありがたいことに女性の方もたくさん見てると思うんで来てみました。で口コミ調べてもめちゃくちゃ評判が良かったんですよね。すごい、ウェルカムドリンクとか出てきた。これハイビスカスの上品なフラワーの香りにほんのりと蜂蜜の甘みがあって、甘すぎずいい感じの香りが漂ってうまい。いいね、冷たくて。中に入るとこんな感じで自然由来の美容製品がたくさん販売されています。主要の商品はタマヌオイル。昔から皮膚疾患の治療に使用されてきた万能オイルで、近年ではその高い抗酸化作用が注目されていて、奇跡のオイルとも呼ばれ、スキンケアにおいて幅広く利用されています。これはその希少価値の高いタマヌオイルが配合された世界で足らんだけのスペシャルソープ。そして人気ナンバーワンはこのタマヌオイルの美容液ですね。強力な抗酸化作用を持つタマヌオイルに加えて、他の様々な構成のオイルも配合されたアンチエイジング特化美容液です。タマヌオイル配合のバームもあります。
まだまだここにはタマヌオイル配合のデトックスマッサージオイルや、これは新商品らしいですね、ヘアオイルまで販売されています。他にもなんと自分だけのフェイスパックやバスソルトを作ることもできて、肌の悩みや効能、香りを好みに合わせて 100% 自然由来の製品から作ることができます。もちろんバスソルトやフェイスパックは配合済みのものも購入することができます。スキンケア製品に加え、フレグランスやキャンドルといったアロマアイテムも多数取り揃えられているんで、これはお買い物が楽しくなりますし、お土産で買って帰ったら喜ばれること間違いなしです。せっかくなんでタマヌオイルとアロマキャンドルを買いました。これ中映せばよかったんですけど、包装もとっても可愛らしくて素敵でしたよ。タマヌオイル美容液もいい感じですし、この店はダナンに来たらまた行きたいですね、絶対。でメニュー表こんな感じで写真がついてるからめっちゃ助かる、分かりやすい。このページがローカルディッシュがたくさんありますね。左上、昨日食べたホワイトローズとかカオラウとか、左下にはホイアンチキンライスもあるし、右手バインミー、エビ春巻き、ここにも副菜ですね、左手と右手あって、でここはがっつり海鮮のメインディッシュかな、そしてお肉のメインディッシュと、右手はサラダみたいなやつ、最後のページデザートまであります。でドリンクのメニューも充実してますね。昨日おとつい飲んだビールもフーダビールありますね。これも300円台ぐらいじゃないかな。やっぱ安いね、ビールは。はい、で頼んだのがホイアンチキンライス。初日ホテルでも食べたけど、多分こっちの方が美味しいはず、人気店だから。チキンライスにはこんなスープもついてる、うまそう。で昨日の夜頼んだスプリングロール美味しかったから、ここでも頼んでみました。これはポークですね。ホイアンチキンライスいただきます。うまいわ。これは初日でホテルで食べたやつよりもこっちの方がやっぱうまい。お米の炊き具合がね、程よくパサパサな感じで、お米にこう取り出しがしっかりと染み込んでるからうまい。そこに茹でられた鶏のうまみとパクチーがほんのりと香る感じがね。でちょっとこうピリ辛のソースも適度にかかってて、全然辛すぎないアクセントになってて、完成度高い、うまい。そしてこの鶏のスープ、水炊きだ水炊き、超さっぱりスープ、日本人が落ち着く味わい。そしてこのスプリングロール、このお肉のミンチと、あとはちょっとこうネギっぽい野菜と春雨とかなんかキクラゲっぽいのも入ってる感じかな。豚軟骨が入ってて、ちゃんとジューシーさもありながらさっぱりとして、あとはカリッとした食感がうまいですね。でもこの春巻きは昨日食べたお店のやつがめっちゃうまかった。なんか表面のちょっと絹みたいな感じ、サクサクですげえ何層もあったから、あれが一番かな、スプリングロール。でもここのもめっちゃうまい。そしてすごいの来ました。ダックレッグ with クリスピーヌードル。下にパリパリのヌードルがありますけどね、贅沢にダックレッグが1本、これもうまそう。さあじゃあ、レッグいっちゃいますか。レッグ、うまい。このダックエッグ自体はすごいさっぱりしてて、鶏肉みたいなさっぱりとした旨味が広がっていくんですけど、醤油ベースのちょっと濃い味付けがされてて、ほんのり甘みがある感じかな。美味しい。ビールと合いそう。フーダ飲みたくなる。いや、思わず頼んじゃいました。初日ホテルで飲んだローカルのフーダビール。うまい、最高。お肉に合うね。美味しいコーヒー屋さんを見つけたのでやってきました。ザ・エスプレッソステーション。すごいこんな路地の隠れたところにあるお店ですね。右手かな。
わあ、メニューなんかめっちゃうまそうなのいっぱいある。左手がコールドブリューで、これもまたいろんな種類があって、右手が一般的なブラックコーヒーで、次のページに左手が昨日飲んだやつですね。アフォガードとか、あとはホワイトコーヒーのこれもすごい気になる。やっぱ評価高いだけあって、これは魅力的な商品並んでますね。たくさんパンとかフレッシュフルーツとかグラノーラとかもある。しかもここには抹茶もあるし、なんじゃこの右手の黒いダークソウルラテってやつ。アフォガードいただきます。エスプレッソをバニラアイスにたっぷりかけて、これがうまいんだ。たっぷりまぶしていただきます。うまい。いや、真夏のアフォガードはやっぱ最高だな。このあったかいエスプレッソと冷たいアイスのフュージョン。しっかり苦味と、やっぱこだわりの豆使ってるだけあって風味豊かでうまい。やっぱこの雰囲気がいいですね。古民家っぽい建物とたくさんの緑に囲まれた、上にランタンもちょっと見えてますけど、緑と赤のコントラストと黄色い壁がね、ホイアンっぽい青空と黄色のコントラストも美しい。はい、ダナンに到着です。泊まるホテルがこれです。ラディソンホテル。初めて泊まるんですけどね、アメリカのホテルチェーンで高級ホテルなんですけど、ここも1泊1人当たり1万円を切る価格でコスパよく泊まれます。さすがダナン。はい、お部屋に入ってきました。ここが確かデラックスルームオーシャンビューだったかな。1泊1人当たりだいたい6000円ぐらいで泊まることができたんで、めっちゃコスパいいですね。中の作りは真ん中にこんな感じでツインベッドが並んでいて、ブルーのカーペットでシンプルなリゾート地らしい雰囲気ですかね。オーシャンビューってことで、窓からの景色はバルコニーがあって、外に出ることができて、左手に素晴らしいオーシャンビューが見えてます。手前側がミーケビーチで、めっちゃたくさん人がいるのがここからよくわかりますよね。奥の方までずらーっとビーチ、浜辺が続いていて、やっぱこのダナンのビーチは本当に規模がでかいですね。こんなにたくさんの人がいるけど、これだけ広大というか奥の方までビーチが広く続いてるから、あんまりゴミゴミした感じもしないし、いい感じの雰囲気じゃないですか。で、左手奥の方には島が見えてるけど、あれが昨日行ったチャム島ですね。チャム島はここのダナンからもはっきりと見えるんだな。それはそうか。ここの右端ずっと奥の方進んでいたところにホイアン、そんなに遠くないですからね。で、こっち側右手はシティビュー、街の景色が広がっています。そしてここテーブルと椅子がちょこんとあるんですけど、ここにあるものはコンプリメンタリー無料っていう風に言ってましたね。手前側がこれお菓子かな。で、これがバスソルトか何かになるのかな。で、ボディローションと、すごいセンスがあるわ。これ木で作られたラディソンって文字が刻まれてますね。で、この右手がミニバースペースで、上にはコンプリメンタリーのサービス、お水とかが置かれていて、上がこれは有料ですね。お菓子。下の冷蔵庫の中にも有料ドリンクが入っていて、あとはこの辺屋上にインフィニティプールがあるんで、スリッパも準備してくれてるのはありがたいですね。で、こっち側がクローゼットになっていて、バスローブと、こっち側にはヘアドライヤー、セキュリティボックス、そして向かいには鏡があって、ここが水回りのスペースで、洗面台、シンプルな作りですかね。下にハンドウォッシュであったりタオルで、この中には各種アメニティが入ってます。あとはトイレが右手にあって、残念ながらこの客室はバスタブはついてませんけど、広々とシャワールームがハンドシャワー、レインシャワー両方あって、アメニティもしっかりありますね。
屋上のプールにやってきたんですけど、めちゃくちゃいいわ。これ見てくださいよ。最上階から大海原を見下ろすことができるインフィニティプールですよ。最高だ。以前この辺りのアラカルテダナンビーチというホテルに泊まった時もこの最上階からのインフィニティプール楽しむことができたんですけど、この辺りはこういうホテルがいっぱいあるんですよね。ちょっと今日はこの時間帯曇り空が広がっちゃってるんですけど、どっかのタイミングでこのインフィニティプールまた泳ぎに行きたいと思います。楽しみだなこれも。うわー、さっきまでめっちゃ天気良かったのに一気にこれどんより嫌な曇り空が広がってます。風が強くなってきた。スコールが来そう。なんかあっちの方すごい高い山に光が差し込んで何か降臨してきそうな神々しい雰囲気が漂ってる。やば、召喚しそうだ。召喚しそうだ。雨が降ってきてちょっと観光どころではないので夕食を食べに来ました。ホテルから歩いて5分ぐらいのところのスペイン料理店です。メニュー表を見ると日本語もちゃんと書いてくれてるからこれ安心ですね。一番下でスペイン料理以前来た時ねダナンで食べてめっちゃ美味しかったんで今回も来てみました。ただね前回行ったところがもう閉業しちゃったんでまた別のところを見つけて来てみたんですよね。そして1つ目のタパスやってきました。マンチェゴメンブリージョ、ちょっと何のこっちゃよくわかんないです。そしてイベリコ豚生ハムやってきました。手前側もサラミみたいなやつかな。でもう一つタパスティグレスって書いてますけどムール貝のお料理ですね。まずは生ハム。すごいジューシーこの生ハム。これだ、生ハムに赤ワイン最高すぎる。間違いのない味わいだ。さあそしてこのチーズナッツみたいなのがいっぱい乗ってるけどカシューナッツか。これはチェダーチーズかな。しっかり濃厚なチーズの味わいにねナッツの風味がいいアクセント。チーズはこれまた赤ワインが進む。うますぎる。チーズと赤ワインも最高。さあそしてどんどんいきますよ。タパス、これがムール貝の料理ですね。これ貝になってるんですね。こんな感じでサクッと食感になんかちょっとこうお芋っぽい風味にそこにムール貝そのもののうまみが一緒に広がっていくんですけど、カレーみたいな風味もちょっとついてる感じですね。ピリ辛な風味が、あとはこのサクッと食感がたまんない。これもうまい。こんな感じでねアジアンな料理に何泊かするとね飽きるというかちょっと違うもの食べたいなって思う日もあると思うんですけど、ダナンは結構大きな街なんで、イタリアンとかこういうスペイン料理とかも探せば全然あるんで、やっぱ日本で食べるよりねちょっとこう安く食べられるというのもいいですね。でオーナーさんとかはスペインの人なんで本格的なスペイン料理も食べられるっていうのが素晴らしい。来ましたパエリア。本格的なパエリア焼き上がるまでに45分かかりますって言われたんで今焼き上がったばっかりですね。調理したてのパエリア、海鮮もたっぷりでうまそう。ライムをまぶしてそしてかき混ぜていただきますよ。海鮮の出汁出まくってる。じゃあいただきます。これ絶対うまいじゃん。うまいね。出まくってる。出汁出まくってる。うまっ。いやこのお米の炊き具合がすごいもちもちだけどこうちゃんとふっくらする感じね。口に入れて食べた瞬間にふわっとこうお米のもちもちっとした食感に海鮮のうまみがじゅわーっともう口の中で一気に広がる。めちゃうまい。やっぱりスペインの人が作るパエリアとんでもない。これはもう白ワインですよ。よし。優勝。ベトナム料理ももちろんめっちゃうまいんですけど、もう僕がねスペイン好きすぎるから今回の旅で一番美味しいお料理です。パエリア
うますぎる。スペイン料理食べるときってなんでこんなに愉快な気持ちになるんだろう。やっぱ愉快で情熱的な国ですからね。遊びに人生を本気でこうかけてる。酔っ払ってきてます。罪な食い物。お酒が進む。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。いい感じで酔っ払ってホテルに帰ります。夜のナイトプールに来てみましたけど、これ夜もなかなかいい雰囲気ですね。右奥の方、ダナンの海沿いの夜景もしっかり見えてます。はい、おはようございます。翌朝です。昨日の夜は結構激しく雨降ってたんですけど、今日はまたいい感じに晴れてますね。今日は平日なんで朝から遊泳を楽しんでる人はそんなにいないけど、浜辺はでも何人かちらほらと人がいるのが見えてますね。今日はこの後朝ごはんホテルで食べた後にバーナーヒルズというテーマパークにちょっと初めて行ってみようと思います。ホテルの朝食、まんべんなくお料理はありました。なんかヌードルスタンドみたいなのもあって朝食会場大繁盛です。はい、ご飯食べてバナーヒルズへはタクシーで行きます。一応往復でお願いしました。ウーバー乗った時にバーナーヒルズ行くなら往復で手配するよみたいなの言ってくれたんで、グラブだと行きはいいけど帰り捕まらないみたいなんで、こんな感じで予約した方がいいです。はい、タクシーで連れてきてもらって、ここからさらにバスで園内移動する必要があるのかな。バスでほんのちょっとだけもう走ったぐらいですぐに到着ですね。ここがエントランスバーナーヒルズの、いやテーマパークは久しぶりに来たからちょっとワクワクしてきましたね。こんな感じでチケット売り場があって、ここでチケット買うこともできるし、僕はもうオンラインで事前に日本円でだいたい5000円ちょいくらいかな、入館料とロープウェイに確か乗れるチケットだと思うんですけど手配しています。さあエントランスに向かっていきます。おお、すごい。なんかちょっとオリエンタルな感じの建物、オブジェがズドンとお出迎えですね。三日月が上に描かれてますけど、これはベトナムの王朝をイメージしたかのような建物が目の前に現れましたね。日本ではなかなか味わえない雰囲気なんじゃないですか。真ん中にはレインボーの可愛らしいオブジェも見えてますね。でエントランスはこっちの左手側かな。そしてここ来る前にホイアンで見た日本橋っぽい雰囲気が流れてますね。すごい、この辺りも本当に精巧な作りですね。なんかこう昔からあった建物って言われても遜色ないような、いい意味で古風な雰囲気も流れてます。中入ってきましたけど、ホイアンの日本橋よりこっちの方が規模的にはでかいですね。中がなんかすごい城壁に囲まれたお城みたいですね。こっち見ても中に入ってきたらなんかこの辺はすごい近代的な雰囲気が流れてます。ホテルのロビーみたい。上にスターバックスもある。2階に上がって、そしてまた外に出てきました。緑あふれるこの空気感がいいですね。南国っぽい雰囲気が流れてます。でちょっとこの右手はランタンが並んでいて、カラフルでパステルカラーの可愛らしい建物が並んでます。ちょっとホイアンっぽい雰囲気。これ園内入る前からすごい雰囲気がいいわ。このお庭も池で鯉とかも泳いでて、ベトナムらしい橋がありますね。右手にはココナッツジュースも販売されてます。ここのエスカレーターが現れたら、エスカレーターの方から行くとフランスの中世をイメージしたテーマパークに行って、こっちの左手から行くとゴールデンブリッジに最初に行くことができるっていう感じです。うわー、一気にスピード上がったすげえ。後ろ振り返ったら今いたところですね。ベトナムの王朝っぽい雰囲気が
流れたエントランスのエリアですね。右手の駐車場から入ってきたっていう感じで、うわ結構スピードあるなこれ。左手見ると下っていくやつ。ケーブルカーがなんか世界最長クラスみたいなことを言ってて、海抜 1400m まで最大だと上がるみたいですね。ダナンの街中から30キロから40キロぐらい離れた位置にあるんですけど、こうやってはっきり街が見えます。あの右端に見えてるのがテーマパークですね。手前側のこの侵食された感じの岩もすごい迫力だ。いや世界最長クラスっていう風に書いてたんですけど、その通りまだまだ距離がありますね。長い、結構長い時間景色楽しめる。反対側にはアリのようにケーブルカーがたくさん見えてる。すごい。はい到着。ケーブルカー降りて、まずはなんかこんなドームの場所に出てきましたね。売店とかカフェとか軽食食べられるエリアがあって、あっちの奥の方から有名な橋に行けるのかな。わ、これ見てくださいよ。巨大な手のオブジェがこの大きなゴールデンブリッジを支えてる。これがよくガイドブックで見るやつですね。よくこんな標高の高いところに立派なものを作ったもんですよ。こんな巨大なアミューズメント施設を。そして手の近くまでやってきたら、こっち右手にはこの素晴らしいダナンの街並みの景色、雄大な山々、海、絶景が広がってます。いやすごいね。やっぱ標高が高いから見晴らし最高で、さっきケーブルカーからはここの真ん中のところがダナンの街中っていう風に言ったんですけど、ここは中心部じゃないっぽい。右手ですね。この辺の方が大きなビルが連なってるのがよく見えてるはずなんですけど、ちょっと真ん中にここだけ大きな雲がズドンとあって邪魔だな。どいてくれよこれ。まあでもちらりと見えてますね。でこの辺のビルがたくさん連なってる奥にちょっとポツンと半島がうっすら見えてると思うんですけど、あそこに最終日インターコンチネンタルダナンサンペニンシュラというすごい高級ホテルに泊まることになったので、めちゃくちゃ楽しみなんですよね、その滞在も。でビルの手前側にうっすらとこう白くなってる部分があると思うんですけど、あれが多分ダナン国際空港じゃないかな。で昨日までいたホイアンはこっちの右手側にあるとは思うんですけど、さすがにここからだと黄色い街並みは見えません。でも左手に海の奥の方に島が見えてますけど、あそこチャム島は見えてますね。さあそして抜けていったら、なんかこっちの方にハリー・ポッターのホグワーツ城みたいなのが出てきましたよ、ズドンと。そういや最後にテーマパーク行ったの多分 USJ のハリー・ポッターだな。この辺りはフラワーガーデンになってますね。写真映えしそうなスポットがこんな感じで至る所にあります。ここにもフラワーガーデン、クジャクかな、カラフルなクジャクがいて、なんかこっちの方を見るとオランダっぽい雰囲気が流れてますね。そしてさらにその奥の方には綺麗なダナンの景色も見えてます。いやーいいね、景色がやっぱ。また今度は一気にガラッと雰囲気が歩いてたら変わってきましたね。孫悟空じゃないかこれは。左手見る限りだと上に大仏も見える。こんな感じで入り口はベトナムの雰囲気が出てたんですけど、世界各国をこのテーマパーク歩いてたら巡れるみたいな感じじゃないですかね。でもこっち右手にまたベトナムの国旗が見えてますね。で左手には確か中世のフランスをイメージしたテーマパークのエリアがあるって言ってたんですけど、あそこの今目の前奥に見えてるところかな。あっち側にも行ってみよう。でさっきのゴールデンブリッジ、ケーブルカー降りたところですね。もう一回戻ってきて、さらにここからケーブルカーで上に向かうとフランスのビレッジがあるみたいです。わあ、一気に到着したら今度は西洋の雰囲気が漂ってきました。で到着したらレストランもここのエリアにありますね。ビュッフェが350だからだいたい2000円ぐらいで食べられるみたいです。こっちの左手行ったら、外に出てきたらここにもレストランとかあるな。いやー一気に風景が変わったぞ。これは
本当にザ・テーマパークっていう雰囲気になりましたね。なんかさっきまですごいカオスな雰囲気だったけど、この辺は本当に西洋のテーマパークって感じだ。この辺はもう屋台とかもたくさんあって、こうやってテラス席でご飯を楽しんでる人たちも多いですね。わあすごい、出店もうわうまそう、ジューシーなお肉が、これ丸焼きですよ。わビールと一緒に食べたら絶対うまいわこれ。いやこの辺はお祭り気分味わえますね。おお、なんか真ん中ではショーみたいなやつをやってますね。これで左手には本格的なカテドラル教会も見えてますし、でもこっちの右手はなんかすごいモダンな雰囲気が流れてるから、ここもやっぱちょっとカオスな感じではありますね。いやーすごいね、想像以上になんか精巧な作りになってて、本当に今ヨーロッパ歩いてるような雰囲気が流れてますよね。なんか和歌山のポルトヨーロッパもこんな感じだった気がするけど、それよりも規模がでかくて商業施設もにぎわってる感じで、観光客の人もやっぱ多いですね。人気のスポットになってますと、歩いてたら今度は目の前にまたアジアンな雰囲気ですね。テンプル、お寺が出てきました。五重塔みたいなのも右上にある。上まで登ってくることができました。いやー、なんでこんなに緑に囲まれて木陰になると涼しいんだろう。虫の鳴き声も心地いいね。おお、一番上に上がってきたらすごい景色が目の前に広がってる。さっきまで歩いていたここのフランスの中世を表現したテーマパークが広がっているわけですね。左下にはアミューズメント見えてますけど、いやーでも本当にこうやって見ると、よくもこんな高台にすごいテーマパークを作ったっていう感じですね。ダナンを観光地として盛り上げようっていう気概を感じますね、やっぱ。さっき言ったゴールデンブリッジがあるところはやっぱ橋と景色を楽しむ場所っていうところで、ケーブルカーで移動してここの西洋の雰囲気が流れるエリアではもうまさにザ・テーマパークの雰囲気で楽しみましょうっていう、そんな施設になってますね。それでいてこの素晴らしいダナンの海の絶景まで眺めることができるっていうことで人気があるんですね。なんかこの建物、名古屋栄にあるオアシス21みたい、宇宙船っぽい。これケーブルカーでダナンに帰れるみたいですね、ここから。でこの辺りはちょっとしたアトラクションがありますね。メリーゴーランド今見えてましたけど、この辺もなんだよくわからん人形がいっぱい並んでますけど、射撃かなんかこの辺めっちゃ工事してますね。この左手まだまだテーマパークこれ拡張されてるっぽいわ。確かにこのアミューズメント施設が乗り物アトラクションがそんなにないからテーマパークとしては物足りないなみたいな思ったんですけど、そういうのがいっぱいできるのかな。この辺はビアプラザって書いてますね。左手のここがこんな感じでビアガーデンになってます。はい、せっかくなんでビールいただこうと思います。地元のローカルビール、地元っていうかね、このバーナーヒルズあたりで作ったビールっていう風に言ってましたね。そしてソーセージですね。いやこれもめちゃくちゃでかいしちゃんと刻まれてるから食べやすそう。いただきます。いやー今日もさすがにね、ダナンよりはちょっと涼しいけどやっぱ暑いんでビールが絶対うまい。乾杯。めっちゃ冷えててうまい。かなりこれでもキリッとした味わいだね。キリッとうまい。ソーセージいただきます。このソーセージうまい。普通のソーセージよりかなりジューシー、身がでかいし、でこれ焼きたてですね。出てくるまでに結構時間かかったから、これはビールがすごい。いやーちょっとベトナム旅行ね、お酒飲みすぎてますね。しょうがない、雰囲気に飲まれちゃってます。やっぱこういうちょっとヨーロッパの西洋風な雰囲気だからね、このソーセージとビールが合いますよ。でもやっぱりこういうダナンリゾート地であっても、こういったテーマパークって世界中の人たちに人気があるんですね。賑わってます。ただやっぱ想像してたよりもかなり広々といろいろあるんで、ゆっくり写真撮ったりじっくり巡る場合は1日かけて巡るようなスポットだと思いますので、今回は比較的駆け足で来て、こうやってちょっとビール飲むぐらいなんで、10時過ぎとかに到着して今13時だから3時間から4時間駆け足だったらいけるって感じかな。
はい、そしてダナンの街中に帰ってきました。めっちゃ暑いわ。アイス食べたいからジェラートが美味しいお店に来ました。でメニューは1フレーバーで40、2フレーバー80、3フレーバー105って感じかな。こんな感じでフレーバーめちゃくちゃたくさんある。どうしよう、これは迷うな。また右上からマンゴー、ココナッツとかいろんなフルーツがいっぱい。アイス系じゃなくてケーキもこんな感じで結構たくさん種類があります。こんなんもありました。シグネチャーデザートコレクション。うわすごいなこれ。がっつりマンゴーとかストロベリーとかめっちゃうまそう。これにしようかな。ちょっと友達がジェラートこれドリアン注文してたんで一口いただきます。うおめっちゃ広がるやん。ドリアンの香りが。いやーちょっと俺は無理だなドリアンはまだ全然好きになれない。でヘーゼルナッツ、これは美味しい。ほのかなナッツの香りにチョコっぽい甘み。そして注文しました。マンゴーどっさり乗ってます。めっちゃうまそう。ジェラートと下にこれかき氷とかも入ってるのかな。周りに生クリームもどっさり。これは大変なことになってる。ここになんかマンゴーもう一個コップの中にあるけど、これ何？これは追いマンゴーで、これがパッションフルーツの絞ったやつが入ってるのかな。生クリームとこのうわ落ちちゃう中のフローズン氷を一緒に。これはうまい。真夏の南国の甘いマンゴーにこの生クリームが合いますね。マンゴーのジェラートも食べたい。いやーこれも濃厚マンゴーの甘めに、ジェラートだからすっきりとした味わいでうまいわ。氷もすっごいね細かく刻まれてるんで、シャリッというよりはどちらかというとなんかもう本当それこそジェラートとかアイスに近いような食感ですね。これがうまい。この後ダナン大聖堂とかパン市場とか有名な観光スポットに行くんで、そこからここは徒歩圏内だからちょっと観光で歩き疲れてゆっくり冷たいもの食べてくつろぎたいなっていう場合おすすめですね。さあそしてダナンのアイコニック的な存在、観光スポットとしてはかなり有名なところにやってきました。こっちの左手ですね。ダナン大聖堂です。思いっきり逆光でちょっと見にくい。こっちに行ったら影になるかな。はいこんな感じで、このピンク色の教会っていうのは世界的にも結構珍しいんじゃないですかね。ダナン以外にどっかにあるっていうのはあんま知らないですけどね。本格的なこうヨーロッパとかの教会だったらそんなにカラフルな教会っていうのは少ないと思うんで、このパステルカラーの教会っていうのは本当に特徴的ですよね。でもこれはこれで観光都市ともなっているダナンにとっては観光客の写真スポットとして観光地としても重要な役割を果たしているということですね。でこれができたのは1923年だったかな。フランス統治時代なんで、フランスカトリック教徒が多いということで作られたという背景があるんですね。ダナンの中ではもちろん最大の教会となってます。こんな感じで逆光なんで美しい写真を撮りたい人は午前中に訪れた方がいいかもしれません。で一番上には見えるかな、こんな感じで風見鶏が十字架の上にいるんですよね。地元の人からはニャートーコンガーっていう風に呼ばれてるみたいで、ニャートーが教会、コンガーが鳥を意味しているので鳥の教会っていうことですね。この風見鶏が一番上にいるっていうのはフランスの教会でよく見られる形みたいです。いいじゃないですか。風見鶏は向かい風に立ち向かっていくたくましさがあります。さあそしてダナン大聖堂からすぐ近くのところにこれまた有名なところですね。パン市場という市場にやってきました。信号ないんでこれは自力で渡らないといけないけど、いつのタイミングがいいかというとどのタイミングでもいいからとりあえず渡ってたら勝手にバイクが避けてくれます。これがベトナムです。はい来ました。パン市場、結構たくさん人がいますね。前回来た時よりもにぎわってる感じがするわ。でも観光客ばっかりっていう感じかな。これ見る限りだとこんな感じで所狭しと雑多にショップがずらーっと奥の方まで並んでるんですよね。なんかこの辺はベトナムコーヒーとかマンゴー、ドライフルーツとかお土産になりそうなものが、安く購入できるのかな。最初は多分大きい金額ふっかけてくるんで値引き交渉して買うみたいな感じかな。
あでもなんかそんな客引きとかあんまり激しくないから全然歩きやすいね。で奥まで来るとこれ2階に行けば洋服とかそういったものも販売されてるっていう感じかな。まあこの辺は干物の匂いがすごい匂いしてるな。ホーチミンで大きいベンタイン市場っていう市場があるんだけど、そこの方がもちろんねさすがに規模がでかくて、でホーチミンとかだとこうチェーとかちょっとレストランっぽいところでお食事とかもいただくことができたんですけど、ここはそういうところはないかなんかありそうだな。この辺は食べれそうな屋台がありますね。フルーツのミックスジュースとか左手あるし、なんか探せばチェーとか食べれそうな場所ありそうだな。やっぱりあったなこれ。チェーだ。こっちの左奥チェー販売してるわ。ほらありましたよチェー。20だから2612、120円。めっちゃ安い。食べるかちょっと。こんな感じでチェーは中に豆類ですよね。ちょっともちもちっとした食感の豆類とかをいっぱい入れてくれるベトナムの有名なスイーツですね。来ました。これで日本円でだいたい120円ぐらい。めっちゃ安い。やっぱ市場だから。めっちゃ久々のチェーいただきます。あれこれ上に乗ってる白いやつなんだっけ。これがミルク。すごいめっちゃなんか芋っぽいもちもち入ってる。なんかさつまいもみたいな甘いお芋と小豆も入ってるし、本当に日本のぜんざいみたいな味ですね。それがちょっと冷たくなった感じ。暑いベトナムなんで真夏のスイーツとして食べやすいようになってますね。うまい。またベトナム帰ってきたっていう感じだ。これ食べると。チェー、そしてスイカジュース。うまい。スイカだ。間違いないスイカのうまさ。やっぱアジアンリゾートで飲むスイカジュースうまいわ。はい。で今日も観光で結構歩いて足が疲れてきました。なんでスパに行こうと思うんですけど、探してみて評価の高いところを見つけました。このゴールデンロータスオリエンタルオーガニックスパっていうところ、 Google の評価見ると 4.9 って書いてましたね。間違いない品質みたいです。でスパメニューもこんな感じで書いてくれてて、どれにしようかな。じゃあこれにしようかな。このアロマセラピーオイルマッサージの90分490だから5630、3000円ぐらい。まあ全然良心的でしょう。90分だったら。中もすごいいい感じの雰囲気ですね。薄暗くてリーズナブルなのにすごい高級感ある感じ。アロマが4つありますから、このようにテストして1つ選んでください。いやすごいラッキーですね。予約しないと結構人気だからすぐにはやってもらえないことが多いみたいなんですけど、ちょっと早めの時間帯に来たからなのか予約なしでも入りました。ちなみにアロマの香りがイランに、これがラベンダーでローズマリー、ペッパーミントですね。今回イランで行こうと思います。ウェルカムドリンクまで出てきました。いただきます。ありがとうございます。アッサムティーですね。落ち着く味わい。このハーブの香り、ドライの生姜、うまっ。しっかり辛みがある。がドライココナッツですね。すごいやっぱ両方とも体に良さそうな味わい。いやいいですね。いきなりこうやってウェルカムサービスまで提供してくれるサービスの充実っぷりで、今から中で施術してもらいます。中はちょっと撮影禁止なんでね、90分間みっちりオイルマッサージ行ってきます。いやー気持ちよかった。終わったらなんかこのガゼボみたいなところでドリンクサービスいただけるみたいです。こんな感じでマンゴーとハスの種とハーバルティー出てきました。すごい。ウェルカムドリンクも出てくるし、こうやってマッサージした後も出てきます。でもやっぱ評判がいいだけあってめっちゃ気持ちよかったです。なんか本当にスタッフさんも丁寧だったし、ここ強めにやってほしいとかチェックシートもあったから安心して任せられましたね。で更衣室があってシャワーがあったんで、例えばダナン離れる日本に帰国する日とかでも空港行く前にここ立ち寄ってシャワー浴びていくとかもありだと思いますね。よし、この後夢し行こうか。さあじゃあ歩いて行けるところに目的のお店があるから行こうかな。またこれ信号がないから渡るのが大変ですけど、タイミング見計らって自分で
行くしかありません。よし行くぞ。あ、ちょうどこれが車が壁になって行きました。さっきのマッサージ屋さんから徒歩6分ぐらいで到着。やってきましたコムガーハイ。前回来た時にもね、ここのチキンライスめっちゃうまかったからまた来たかったんだよね。メニュー表をスマホで出してくれました。一番左目の有名なやつだな、トゥーコムガー。いや来ました。これがダナン風のチキンライスですね。このカリッカリに揚げられた手羽先、鶏肉、そしてちょっとこうオレンジがかったライスが特徴的ですよね。そしてこの右手にあるスープが激うまだった記憶がある。前回来て飲んだ時にこれも楽しみにしてたんですよ。よし、まずは乾杯です。暑い時のビール最高や。さあじゃあいただきます。チキンライス。いや、このオレンジに色付けされたダナンのチキンライスの絶妙な塩加減でうまいですね。そんなに濃い味付けじゃなくて本当にほんのり塩加減がある感じだから、まあ、こういうちょっと薬味ですよね。辛いのも垂らしてみて、ちょっと甘辛のソースですねこれは。そしてこのチキンウィングですよ。いや本当に衣がサクサク、めっちゃうまい。これも本当絶妙にこう甘辛がほんのりと効いてる感じなんだよな。結構アジアの料理って場所によってはちょっとこう甘辛だれの味付けが濃すぎないかみたいなことがあるんですけどね、これも絶妙なんですよ。でこのスープですよ。いやーうまいこれがうまい。水炊きよりも若干こうガーリックとか鶏の風味がほんとちょっとだけ濃い味付けなんですけど、そこにパクチーでちょっとこうさっぱりさせた感じがたまんない。うまいし安い。これで300何十円ぐらいですからね。ビールが進む。最高。いやーダナンに来たら絶対これは皆さん食べてください。ダナン風チキンライス。はい、そしてご飯食べてこの後ドラゴンブリッジの火を吹くやつ見に行く予定なんですけど、ちょっと時間があるからコーヒーいただこうかな。この店で店内こんな感じですごいレトロな雰囲気が漂っててめっちゃいい感じ。すごいおしゃれなカフェ。はい、そして注文したのが手前側がエッグコーヒー。今回これ初めて飲みます。そして出ましたココナッツコーヒーです。はい、じゃあエッグコーヒーいただきます。何エッグコーヒーって普通に卵が中に入ってるってこと？あ、卵白使ってちょっとクリーミーにしてる感じか。上にシナモン振ってて軽くシナモンの風味がするけど、やっぱ卵白だからすごいこうトロットロで濃厚な味わいがしますね。結構甘さは強めな感じでもエスプレッソを使ってると思うからコーヒーの苦味とか風味もちゃんと広がる。うまい。これはこれでいいね。そしてココナッツコーヒー。さあここのはどうかな。来た。これだ。これが求めていた味のココナッツコーヒー。ルネッサンスホテルで飲んだのと同じエスプレッソがちゃんと効いてコーヒーの苦味風味がしっかり強く出てるけどほんのりとココナッツの香りがする感じ。これですね、求めてた。来ましたね。いやうまいですね。ここのカフェ雰囲気もいいしコーヒーのクオリティも高いのかな。まあ普通のブラックコーヒー飲んでないからちょっと分かんないけどこの辺はクオリティ高いですね。さあそしてドラゴンブリッジが金土日は火を含んで行くんですけど、やばい、ここめっちゃくちゃ大通りで信号がないから頑張って渡るしかないよ。どっかのタイミングでこの辺行ける。今行ける今行ける今行ける。よし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 。これ今橋に到着したんですけど、これ尻尾側だ。口の方に行かないと火を吹いてるところ見られないから、これ橋を渡っていきましょう。あとまだ15分ぐらいあるから多分間に合うはずだ。いやでもこの橋を渡る風景もとっても綺麗ですね。こっちの左手を見ると半川がこんな感じで綺麗に見えてます。クルーズもたくさんあるんですよね。以前来た時は船に乗ってドラゴンブリッジを見た記憶があるんですけどね、その時は左手の奥の方にある確かノボテルホテルの近くにこのクルーズ乗り場があったと思うんですけど、船に乗ってドラゴンブリッジ見るっていうのも一つおすすめですね。今回は普通に徒歩でやってきました。
反対側にも船がたくさんあって、観覧車もあって、こうやってレーザー光線が放たれてるから、あっち側もめっちゃ綺麗。橋渡って竜の頭の方までやってきました。たくさんの人でにぎわってます。でも人混みがありすぎて場所取れないとかそういう感じではないですね。普通に歩くことはできてます。さあもうすぐ9時になるから始まりますよ。火を吹きます。うわーすごい。真下にいるとちゃんと熱気が伝わるわ。これはめっちゃ熱い。やばいって、濡れたらやばい。カメラ持ってたから今ギリギリ iPhone に切り替えて助かったけど、はい、こんな感じで火を吹いた後は最後水。うわまた来たって、やばい。まあちょっと霧のような小雨のような雨粒のような感じの水が飛んでくるから、いやほんまびっくりしたわ。もう火吹くのは分かってたけど、この水が飛んでくるってのは予想外。これはこれででもちょっと水遊びしてるみたいで楽しい。いや急いで離れたから助かったけど、これドラゴンの口の近くはこんな感じで結構びしょ濡れですよ。で後ろから車がもう来たわ。このファイヤー大会が終わったらすぐにこんな感じで普通の道路になりました。おお今度はなんか向こう側で花火が始まったぞ。すごいめっちゃ綺麗。向こう側の方が花火も綺麗に見えるから、こういう花火が上がるんだったら向こう側で見た方が良かったかもしれないですね。いやー今日も一日楽しかった。遊び尽くしましたね。今9時40分ぐらい、疲れ果ててぐっすり今日も眠れそう。はい、で朝食はホテルで食べてもいいんですけど、せっかくなんでローカルっぽい朝ごはんを食べてみようかなと思ってやってきたのがここのバーブイっていうところです。はい、でここではベトナムで朝食でよく食べられるソイガーっていうやつを初めて食べてみます。鶏おこわ蒸しご飯ですかね。こっちにはスープも一緒についてきました。このもち米に鶏だしがしっかりと染み込んでいて、本当鶏の風味がご飯のもちもち食感とともに広がっていいですね。で鶏はこれ蒸されてるんですごいさっぱりとした食感だし、でこのフライドオニオンで香ばしさがちょっとある中で、あとはパクチーとか玉ねぎでね、やっぱ朝ごはんなんで全体的にさっぱりとした味わいでいい感じ。これはいいわ、間違いない味わいだ。スープもこれも鶏だしのスープですね。若干パクチーが効いた、うまいこの赤いやつが辛味噌みたいでめっちゃいいアクセントになってうまいわ。これかけると。はい、で今日は午前中はダナン屈指のパワースポットである五行山、通称マーブルマウンテンに向かいます。マーブルマウンテンがあるのはにぎわいを見せる三池ビーチから少し南下したところ、落ち着いたリゾートエリアであるノンヌックビーチ付近です。はい、到着しました。目の前に見えてる大きな岩、ここに登るわけですね。エレベーターで一気に上に上がることもできます。結構坂道とか階段大変なんで、エレベーターで一気に上に今日は行っちゃいます。チケット売り場にやってきましたが、あそこ書いてるのがエントランスチケットが4万ドンで、エレベーターを使う料金が1万5000ドンですね。はい、エレベーター出ると早速これ五重塔みたいな、50じゃないな、12345多分70の塔ぐらいのやつ目の前に現れました。で右手を見るとこんな感じで素晴らしいオーシャンビューが広がってます。すごい特徴的な形をしたホテルも目の前に見えてますし、左手にあるのがマリオットですね。今回も泊まること考えたんですけどね、一瞬。この辺りがノンヌックビーチというビーチになっていて、広大なリゾートホテルがたくさんあるエリアです。こっちの左手側見るとマーブルマウンテン
五行山なんで5つの山からなるからそういう名前になってるんだと思うんですけど、それぞれが確か火水木金土という要素から成り立っていて、ここがどれに当たるものなんだっけな、ちょっと忘れたからテロップで書いておきますけど、唯一今いるところだけが上に登ることができる山になってるっていうことですね。ここの山がベトナムの中でも有数のパワースポットになっていて、観光客のみならず地元の人もたくさん訪れるみたいですね。ここにマップがありました。下のエレベーターで上がってきて、今回はちょっとじっくりっていうよりも有名どころポイント絞って行こうと思ってるんですけど、ここの林雲寺っていうところと、あとはこっち側のなんかこう光が漏れて神秘的な景色が望めるこの辺の洞窟とビューポイントしたここに行こうと思います。全部丁寧に回ると結構な時間かかるみたいなんでね。まず最初にここが林雲寺っていう風に書いてますね。19世紀の建築のようですが、住職さんによると建築自体は14世紀にできたもののようです。ここ五行山の中で最も格式のあるお寺だと言われています。ここで住み込みで修行するお坊さんたちもたくさんいるとのことでね、確かにお坊さんがちょっとちらほらと今見えてましたね。あら、めちゃくちゃ暑いからワンちゃんたちもここで涼んでますね。この日陰に入って石の上に来るだけでもめっちゃ涼しいわ。確かに同じ仏教の中でもやっぱり違いがあるから、日本のお寺と全然違いますよね。このちょっとカラフルに彩られている感じとかが絶対日本じゃ見られない。この立派なお寺にこっちの右手にはこんな大きな大仏が周りの岩に囲まれてそびえ立ってますね。いや本当に規模が大きいお寺ですね。これは反対側を見ると竜がすごいたくさんいる。これは迫力あるね。どんどん先に進んでいきますけど、この景色はトレッキング、プチ登山と言うべきですかね。いや楽しいですね。本当に今日、今真夏ですけど、やっぱこうやって木陰に包まれて自然いっぱいの場所だと風も適度に吹いてきてすごい涼しい。こんな分かれ道に到着しましたね。で真ん中のこの道を進んでいくと有名な光が漏れてくる洞窟に行けるっぽいですね。ここの洞窟への入り口がまたこれ木漏れ日の降り注ぎ方がとっても綺麗で、ここも一つの写真撮影スポットになってるみたいですね。中に入っていくとまた洞窟があって、ここの洞窟もまた見応えがある。この光の加減めっちゃ綺麗じゃないですか。カメラでもよくわかりますよね。こうちらつく感じが。上を見上げると太陽が見えてます。緑と。そして奥の方までやってくると、ここがまたすごい大きな洞窟になってますね。これが有名な光が降り注いでくる洞窟だな。あそこ見てください。手を広げて写真撮ってる人いますけど、ちょうどあそこにピンポイントでスポットライトのように光が照らされていて、ああやって写真を撮る人がいるっていうことですね。本当にこれ高い天井になっていて、この上から光が降り注いできているということですね。でだいたい午前の11時頃が一番いい感じに光が降り注いでくるみたいですね。今11時半ぐらいなんで、いいぐらいの時間なんじゃないですかね。真ん中だけじゃなくてこっちの左手もいい感じでライトが当たってて写真スポットになってますね。この辺りはまた立派な寺院がありますね。そして展望台があるところにやってきました。こっちの左手に見えてますね。登ってきたらこんな感じで素晴らしい景色広がってますね。こっち側がリバービューポイントっていう風に書いてたんで、ダナンの街中を流れるハン川の方面になりますね。海とは逆側になりますけど、こっちの右奥の方がダナンの市街地がある方面ですね。
いやー、まあ海の方面はじっくりねホテルからこう眺めていたんですけど、こっちの山側川側の方面は高い位置から眺めてなかったんで、これはこれでやっぱり別の自然を味わえる光景で素晴らしいですね。そして右手側にポツンとベトナムの国旗もなびいてますけど、五行山の1つ1、こっちに2、3、そして左手に4つ目で、今いるところが5つ目になるんですかね。これでマーブルマウンテン、五行山6つの山すべてを見ることができました。そしてせっかくなんで頂上展望台ハイエストピークまで行ってみましょうか。展望台もう一つ。いや、この頂上展望台は一番急な階段をたくさん登る必要がありますね。今まではそんなに疲れたなって感じなかったんですけど、ここだけ結構ハードです。はい、一番上に登ってきました。いや、素晴らしい景色だ。これはこっちの右手から左手に向けてずらーっとダナンのビーチ、綺麗な海の景色が広がっていますね。目の前さっき紹介したマリオットホテルが見えていますけど、やっぱり今僕が泊まってるラディソンホテルのあるミーケビーチよりもこっちのノンヌックビーチの方がすごい落ち着いた雰囲気が広がってますね。まあ街中でナイトライフとかグルメとかを含めて楽しみたい人はやっぱミーケビーチ沿いのホテルですけど、まったりとリゾート気分をゆっくり堪能したい人はこっちのビーチの方がいいっていうのがよくわかりますね。で、右手奥の方にはホイアンと、そしてこの間行ったチャム島も目の前にしっかりと見えてますね。今日も青空一色広がってとってもいい天気です。いやー美しい。まあでもこの景色を見るためだったらちょっと頑張って階段登って上に来る価値はありますね。ここのノンヌックビーチを高いところから見下ろすのはここぐらいしかないんじゃないでしょうか。で、海だけじゃなくて反対側を見たらさっき見えていたハン川の方面も見えてますね。さらにこっちの反対側にはダナンの街中の景色もはっきりとさっき見えていなかった部分まで見えてますね。ここちょっとズームしてみるとこんな感じでドラゴンブリッジも見えてますね。ここから、はい、マーブルマウンテンを出発してだいぶ体が熱くなってきたんで、ちょっとカフェで涼もうと思います。ここのルーツプランツベースカフェっていうところですね。ビーガン料理のお店でスムージーボールがめっちゃうまいらしいです。メニューですけど、これがドリンクメニュー、コーヒーとかで、次のページにビーガン料理のお店っていうことでこんな感じでヘルシーそうなお料理が並んでますね。次のページにはスムージー、これを食べに来たんですよね。うまそう、どれもいっぱいフルーツ乗ってて、こんな感じでサンドイッチとかもあるんで朝食とかでも良さそうですね。このコンボセットとかめっちゃいい感じじゃない？はい、そして注文したのがトロピカルピタヤって書いてるやつ、ドラゴンフルーツ、マンゴー、バナナ、ココミルクとかそういったものが入ってます。いい感じの色合いですね。よし、いただきます。この赤いやつが、これがドラゴンフルーツか。がっつりハワイだったらアサイーボールみたいな感じですね、これは。フルーツがめっちゃ冷えてていいわ。この歩き回った後のこの冷たいスムージー、うまっ。これドリンクみたいに一気に飲めちゃいそうなトロトロ、めっちゃうまい。グラノーラとドラゴンフルーツとバナナとココナッツで、これは元気が出ますね。こうやってちょっと途中の休憩とか朝ごはんでホテルとかが近かったらここは本当食べに行きたい。はい、そしてランチを食べにやってきました。ここもミーケビーチ沿いにあるレストランです。ベップコンっていう風に書いてます。で、メニュー表こんな感じで、この左手のコンボがなんか良さげですね。ベトナム料理の売りにしてるやつがセットになった感じかな。このお店はホーチミンにもあるみたいで、ベトナム料理全般をこれメニュー見る限りいろいろと食べることができるようになってますね。ミーケビーチにも近いですし、ビーチで遊んだ後に気軽に立ち寄れそうな立地でもありますし、価格は決して安いわけではないですけど、冷房の効いたインサイドで食べることができるっていうのはいいですね。で、ドリンクメニューもこんな感じで揃ってます。右下ビール、やっぱり安いな。
コンボセット出てきました。これがバインセオですね。ベトナム風お好み焼きみたいな風に言われることが多いと思いますけど、このターメリックを使ったクレープのような生地が下に敷かれていて、その上に具材がたくさん乗ってます。お肉とか海鮮とかで、こっち側にこれ多分ライスペーパーだと思うんだけど、これをどうやって巻いて食べるのかな、ちょっと分かんないんだけど、店員さん聞いてみようか。あとはパッションフルーツのジュースもセットで出てきました。ちょっと作り方が分かんないんで店員さんに作ってもらってます。ソースを入れて、あれがライスペーパーですね。なんかベトナムはこういうライスペーパーで具材を巻いて食べる料理があるんですよね。以前ダナン来た時も食べましたけど、あんな感じでたっぷり野菜とかハーブを入れて、そのバインセオも一緒に乗せて、キムチも乗せて巻いて食べる。なるほど。 Thank you。 よし、ではいただきます。中にバインセオが入ってますね。このソースにつけて食べるんですね。うまい。このバインセオの周りのクレープのような生地って言ったけど、クレープみたいに柔らかいんじゃなくてもサックサクパリッパリの生地の食感がいいですね。中にはレタスやキュウリ、玉ねぎ、キムチ、豚肉、ニラ、もやし、間違いない組み合わせですよね。お野菜たっぷりでさっぱりとした豚肉が中に入っていて、いやこれもヘルシーでいいね。やっぱベトナム料理美味しいし、このちょっとごまで香ばしさを演出している甘辛のソースが絶品ですね。そしてパッションフルーツのジュース、めっちゃ炭酸効いてる。これすっきりうまい。そしてもう一つ盛り合わせ、春巻きとかサテがありますね。こんな感じで盛り付けもすごい丁寧。このカゴの中に入ったやつだとこれがうまいっていう風に友達が言ってました。シューマイみたいな感じ、なんかソースがあるんでこれにつけて中にエビとか海鮮が入ってて、で上のやっぱこのパリッと食感がいいですね。食感と海の風味を一緒に味わえて、これうまいね。やっぱこのピリ辛甘だれソースがやっぱうまいわ。で再び来ましたよ、春巻き。これも美味しいですね。ポーク春巻き、中に豚肉ぎっしり入ってます。こうやってベトナムのお料理を一気に食べられるのはでもいいですね。でもぶっちゃけね、このドリンクがめっちゃうまいかも。すっきりスカッと炭酸と、あとはパッションフルーツと柑橘系の酸味、あとハーブも入ってて、ほんと暑い時に飲みたいドリンク。さあ、そしてビーチ沿いにやってきました。ここがダナンで一番大きいというのか知名度の高いミーケビーチです。世界でも美しいビーチランキングとかに確か入賞したことがあるらしいんですけど、以前来た時も思ったんですけど、そこまで別に透明度が沖縄の海とかそういうのに比べて高いわけじゃないんでね、そんなベストビーチに選ばれるほどかっていうのが正直なとこなんですけど、ただここは本当にもう広大にこの白い砂浜が奥の方までずらーっと連なっている風景は、これはこれで綺麗ですよね。これだけ広大なビーチなんで、人でこうゴミゴミし合うこともなく、すごい快適に遊泳も楽しむことができそうです。でもさすがに今8月で真夏だから、海よりもホテルのプールで泳いでる人の方が多いような気がするな。やっぱさすがに浜辺はめっちゃ暑いわ。いやーでもすごいね。これ海に近づいていくと、やっぱりこの大きな砂浜は圧巻だな。近づいて見てみると本当に迫力があるわ。いやーすごいな。この左手から右手までずらーっと何キロぐらいあるんだろう。向こうのホイアンの方のビーチまでずっと続いてるってことなのかな。で、波はこんな感じで適度に波打ってて、これは遊泳しても結構楽しそうですね。うまい具合に波に乗って海の遊びを楽しむことができそうですね。やっぱり広いから本当これ入ったら特にこう人同士でぶつかり合うこともなく楽しく遊泳楽しめますよ、これだったら。で、結構波があるからね、濁ってるように見えるかもしれないですけど、確かにこれ奥の方一回僕ここでパラセーリング乗って海に落ちたことあるんですけども、潜ってみたら結構綺麗でしたよ。透明度高くて。い
いやそして実際に歩いてみると、これ砂浜もめっちゃ綺麗ですね。これゴミがほとんど落ちてない。やっぱ観光を盛り上げようとこの辺はちゃんと海の整備をしてるんですね。これだけ広大な敷地だったら掃除するのも大変だと思うんですけどね、綺麗な砂浜をキープできているのも素晴らしいですね。いやー波が美しい。はい、そして一回ホテルに帰ってパラセーリングせっかくだからやりたいなと思ってホテルの人に聞いたら手配してくれました。大人1人だと650で2人で参加したら950っていうことなんで、どれぐらいだ、1人当たり3000円ぐらいか、それぐらいでできるっていうことなんで、前回来た時は曇ってたんですけど今日は青空だから絶対に気持ちいい。この辺からスタートかな。ここにメニューがありました。一番上のパラセーリング、さっき言った額が書いてます。ちなみにクレジットカードでもなんと払うことができましたね。まあホテル出て濡れたらまずいものは持ってこれないので、カードとこの GoPro しか僕は持ってきてないです。さあ乗るぞ。上めっちゃ飛んでるね。ここでロープとかで縛ってもらって行くのかな。あのボートが引っ張ってってくれるんだ。ワン、ツー、スリー。うわーやばいやべやべえ、めっちゃいきなり落ちてきたぞ。落ちる。うわー着水するぞ。上がってったー、一気に上がっていった。めっちゃおもろい。景色最高やん。これはこっちの左手にはダナンの街並みが綺麗に見えてます。いやー向こうの半島の方も綺麗に見える。いやーめっちゃ高いよこれ。すごい。うわやばいやばい、落ちる落ちるぞ。落ちるよ、やばいよこれ。やばいよ、落ちちゃうよ、落ちるよ。落ちる落ちる、あやばいよ。落ちる落ちる、やばいよ。着水する。うわうわ普通にドボンや。着水した。今度はこっち側の景色がめっちゃ綺麗に見えてる。おおマーブルマウンテンも見えてる。午前中行った。おおやばい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 。めっちゃ緩めて落としてくるやん。怖っ怖いって。嘘でしょ。怖いって。ちょっと見てる。これまた着水するって。無事ピックアップしてもらえたわ。まあ全然これぐらいの距離だったら泳げるんだけどね。うわ波に乗ってパラセーリング終わってホテル戻ってます。この間泊まったアラカルテダナンビーチがほぼ真ん中ありますね。いやこのホテルやっぱ良かったな。ホテルのインフィニティプール、せっかくだからね入らないとということでやってきました。いやまあ海で泳ぐのもいいけどやっぱりプールが一番快適ですね。いやこの景色素晴らしい。今ちょうど夕方になってきたんで空がちょっとオレンジがかっている景色がこれはこれで綺麗じゃないですかね。左側の半島から右手側チャム島も見えてますね。そしてこっちの右奥にはダナンの街並み。こっちの右端に来たらすごいさっきまでいたミーケビーチを上から見下ろす感じ。ここ一応通路になって下に降りることもできるようになってるんですよね。いや夕暮れ時になると本当に海岸に人が増えますね。さっきお昼見た時よりもやっぱり気温が落ちてきて、今が一番外にいると心地いいんで気温的にね。だからこんなにたくさんの人たちが賑わってます。観光客はもちろん地元の人たちも仕事終わりとかに今日は花金ですから、金曜日ですから多分ここで遊んで楽しんでるんでしょうね。はい、でベトナムの有名な料理のブンチャーカーっていうやつ、実は僕まだ食べたことないんでそれをこのお店に食べに来ました。さつま揚げ入りの米粉麺って一番上書いてますね。やってきました。ブンチャーカー、さつま揚げが確かに
入ってますね、たくさん。あとはお野菜もたっぷり、あとは調味料もありますね。ライムとかなんかチリガーリックとかいろいろこういうのも入れるわけですね。よし、初ブンチャーカーいただきます。めちゃくちゃあっさりしたスープやね。出汁が効いた、魚の出汁がほんのり効いてる感じかな。すいません、こんな感じでね、店内にも売り子さんがたくさんやってきますね。こういうのは日本人も見習わなきゃダメなんですよ。商売には貪欲に必死こいてやるってことが大事ですから。で、麺はなんか日本のそうめんよりは若干こう丸みを帯びてる感じで、少し太い感じだけど、でもやっぱ米粉麺だからすごいさっぱりした感じ。まあフォーは平らな麺だけど、こっちは丸いんですね。あとはさつま揚げも本当にあっさりさっぱり、朝食でもてか朝食の定番っていう風に現地だとこう書いてたんでね、今日の朝食べたソイガーと同じように本当に自然由来の旨味をちゃんと感じられる。まあ個人的にはこういう薄味でさっぱりしたご飯好きなんで、やっぱベトナム料理は好みですね。さあご飯食べて、今日は東南アジアといえばルーフトップバーに行こうと思ってます。また昨日と同じようにドラゴンライトアップされてますね。以前はノボテルダナンっていうホテルの上のスカイ36っていう有名なところにルーフトップバー行ったんですけど、そこもめっちゃ景色良かったし雰囲気も素敵だったんですけどね、今回はまたちょっと違うところに行こうと思って、この辺り半川沿いにある正面の真ん中あたりにブリリアントホテルっていうのがあるんですけど、そこの上のバーに行きます。17階ですね、ルーフトップバーは。こんな感じで右側でライブミュージックも行われていて、川沿いの席希望しますってネット上で予約したんで、めちゃくちゃ神席準備してくれました。目の前に昨日見ていたドラゴンブリッジが綺麗に見えてます。でもうすぐ9時になるから、今日は土曜日なんで金土日火を吹くから、ここからでもファイヤーが見れるかもしれませんね。たくさん遊覧船がこの時間帯やっぱり走ってます。ドリンクメニューはこんな感じでシグネチャーカクテルが目の前にありますね。次のページにもこだわりのシグネチャーカクテル、あとは一般的なカクテルとかがこんな感じで並んでて、ジンのセレクションとか、今回はちょっとビール飲もうと思ってるんですけど、これですね、ベルギーのヒューガルデン、これカタールドーハで日本代表の試合見に行った時に飲んだ時めっちゃうまかったから今日飲もう。9時になったからドラゴンが火を吹いてる。ここからだと遠いけど竜の前景をこうやって見渡せるから、昨日とまた眺望違う形で楽しめていいですね。このタイミングでライブ演奏も終わって、ゆっくりとこの川沿いの席座ってる人たちも立ち上がって写真撮ってますね。ドラゴンのファイヤー見ていたらお酒がやってきました。ヒューガルデン、そしてガーリックトーストとカルボナーラも頼んでみました。ビールに合うやつ。はい、じゃあ乾杯です。うまい。いやー、ヒューガルデンいいんだよな。このちょっとミルキーで甘みのある感じがね、すごい飲みやすいから、もうグイグイいっちゃう。これうまい。ドーハで飲んで気に入ったんですよね、しげたびさんに教えてもらって。でガーリックトースト、うまいね、間違いない味だ。いや、まあベトナム料理もうまいけど、やっぱなんだかんだ王道のこの洋食うまいっす、ね、ガーリックにもビールが進むわ。後ろ花火が上がってる音が聞こえていますね。うわー、我々のダナン旅を盛大に祝うかのように素晴らしい夜でございます。今日もいやー、昨日は下からだからちょっと見にくかったけど、これめちゃくちゃいい感じで高台から全景を花火見渡せてるわ。よかった、今日ここのルーフトップバー来て。カルボナーラもいただきます。
あ、なんかカルボナーラってすごい個人的にはこうずっと食べてるとくどいなって思うんだけど、これ結構濃厚クリーミーでありながらもなんかすごいさっぱりとしてていい感じ。Perfect. Nice view. Nice food. Yeah, Nice stuff. nice stuff. Perfect. No problem. How long have you been in Da Nang city? For a week. 4 weeks. Yeah. Instagram Some peninsula. Yeah. Sonja. Yeah. Yeah. I'm looking forward to Yeah, stay. you photograph in the Sonja very nice. Yeah. Let's get have a monkey on the street, monkey on the forest. So many monkeys So many monkeys. in the forest. Yeah. Nice. You can enjoy food and contact with you. Thank you so much. Thank you. ドラゴンの炎吹きが終わって、この船たちが一斉に帰り始めましたね。仕事終わった帰るぞ帰るぞと、みんな定時上がりで早々と撤退しております。いやー、このヒューガルデンは本当危険ですね。飲みやすいからグイグイいけちゃいますよ。友達も追加で頼んで、本当どんちゃんですね今日は。パーティー料理もまあ美味しいし、ねお酒ももちろん美味しくて、この素晴らしい景色、ここ予約できるんでね、絶対にこのリバービューがいいですっていう風にリクエスト、ウェブ上だったらね英語で翻訳して送ることできると思うんで、はい、そんな形で予約おすすめですね。前回行ったスカイ36もめちゃくちゃ雰囲気良くておすすめなんですけど、あっちは一応ドレスコードがあるし、もっとこう DJ がいてガンガンガンってこう音楽が鳴ってる感じなんで、こっちの方がすごい落ち着いた雰囲気だし、ドレスコードもないんで気軽に来やすいっていうのもおすすめですね。ぜひ来てみてください。ルーフトップバー、せっかく東南アジアに来たら。あれ、とっくにドラゴンの火吹き終わったんですけど、なんか一隻だけ向こうに向かってますね。あれ、時間間違えてんじゃないですか、運転手さん。遅刻ですよ。そして翌日はダナンから少し離れ、古都フエに行ってきました。片道2時間ちょっとかかりますが、日帰りでも楽しむことができる場所です。鉄道でも訪れることができるようですが、今回は効率的に回りたかったため1日タクシーをチャーターしました。ここでのメインの観光スポットは何といっても世界遺産の王宮。中国の紫禁城をモデルにして建設された王宮のスケールに圧倒されます。1802年から1945年までグエン朝という国の首都だったこの都市は、このようなベトナムの伝統文化を存分に堪能できる街です。今回はちょっとしたこんなハイライトの映像のみになりますが、歴史的な遺産が好きな人は絶対に訪れた方がいいです。で、一つおすすめしたいものがあって、上でとあるカフェに入って、ここのお店で飲んだ塩コーヒーがめちゃくちゃうまくて感動しました。エスプレッソの風味とクリームの甘みを塩がしっかり引き立てているんですね。人生で飲んだことがない、また絶対に飲みたいと思える美味しいコーヒーだったんで、コーヒー好きな人は絶対にこれ飲んでみてください。ベトナムの他の場所でも飲めるのかな。1日フエ観光を終えてまたダナンに戻って、今夜はダナンでとっても楽しみにしていたレストランでディナーです。はい、ダナンに帰ってきました。今日もドラゴンブリッジが綺麗に見えていて、日曜日なんで今日も火を吹くと思うんですけどね。右上に昨日行ったブリリアントホテルが見えてます。で、明日はインターコンチネンタルダナンに行くんで、ここのダナンの街中の夜は最後ということになるんですけど、有名店に行こうと思います。こっち側に見えている右手奥、ピッツァ4ピースというお店で、このお店は日本人がホーチミンで始めたピザ屋さんで、今は本当に大人気で、ベトナムのいろんなところに店舗を構えています。今日はここのイタリアンで最後のダナンの夜を楽しみます。ダナンにも2店舗あるんですけど、そのうちのここが川沿いにある1店舗になりますね。これをまた頑張って渡る必要があります。タクシーこっち側に降ろされちゃったんで、どのタイミングで行こうか。このバイクが行った後だな。よし、行ける。案外交通量がそんなに今ないから余裕で渡れたわ。1階はこんな感じでビール、ビア4ピースって書いてるんで、お酒と一緒に楽しむことができるんですかね。オープンテラスも道路沿いにありましたし、今回はインサイドで2階に行きます。Thank you。はい、でこれがメニュー表で、ハーフハーフで頼めるのがいいですね。カットの種類も選べるっていうこの充実っぷりで、この辺り行こうかな。ブラッタータチーズが美味しいっていう風に聞いたんで、
ハム、生ハムも一緒に乗ってるやつ、この上下あたりが良さそう。あとはチーズが売りならこのたくさんのチーズが詰まったピッツァが良さそうですね。このレコメンデッドって書いてるやつを注文すれば間違いなさそうだし、一応これエクストラでトッピングチーズとかいろいろかけられるようになってますね。次のページにもいろんなフレーバーのピッツァが並んでます。迷う。まだまだ次のページにも違う味があって、さらに次のページまで続いています。1回じゃ食べきれないね。でこんな感じで季節限定のメニューもパスタもピザもありますね。アラカルトのメニューも結構たくさんあるんですよね。この右手のサーモンとチーズの寿司とか気になる。お野菜もすごいこだわってそうな生ハムで巻いたサラダとかうまそうですね。右手にもいろんなサラダが、次のページにもたくさんのチーズが使われたサラダ、ドレッシングもすごいこだわってそう。うわー、これパスタもこのカニのパスタめっちゃうまそう。豪華でこんな感じで左手右手にパスタもかなり種類豊富であります。ここにはビーフシチューとかリゾットも、これもレコメンディッドって書いてますね。口コミ見るとデザートも美味しいって書いてたんで、このページと次のページとどれか後で頼んでみようと思います。あとはダナンの店舗のスペシャルメニューっていうのも揃ってますね。ダナンのエリアの店舗でしか食べられないメニュー。ちなみにハッピーアワーだったら1つ頼んだら1つフリーっていう風に書いてますね。午後の2時から6時の間で、ビールもね、下になんかビールバーみたいなのがあったんで結構こだわってるっぽいですね。左手のこの柚子のビールとかめっちゃ気になる。あとは白ワインや赤ワインももちろんあるし、日本酒、酒もあります。やっぱり日本人経営者なだけあって。あとはハウスメイドのソーダとか、こっち側にはフレッシュフルーツのドリンクとかかな。コーヒーもありますね、デザートと一緒に。で次のページにはボトルワインもこんな感じで充実しています。気になったんでゆずビール頼んでみました。乾杯です。友達は黒ビール。いやー、しっかり冷えててうまい。確かにビールにほんのり柚子の香りがする。やっぱ柑橘系のちょっとさっぱりとした風味、甘みが加わって飲みやすいビールになってますね。そして次注文したのはオーガニックケールサラダ、ホームメイドのチーズが入ってる。あとナッツもって書いてますね。そしてこっち側にはモッツァレラサーモン寿司。日本人経営者だからこれも味期待できますね。普通にこれサーモンの下にチーズがある。それだけでした。お米があるわけじゃないから、サーモンとチーズとピクルスかなんかちょっと野菜っぽいものも中に入ってて、ちょっと醤油っぽい濃厚なソースとオリーブオイルがまぶされてる。まあ普通でしたこれははい、うまいですよね。はい、サーモンとチーズに醤油っぽい濃厚ソースとオリーブオイル、そして自家製のこのチーズがたっぷりかけられた夏入りのケールサラダもどんな味か期待ですね。よし、うまい。鮮度の高い美味しいケールに、あと玉ねぎ、そしてオリーブオイル、粉チーズが口に入れた瞬間ふわっとこう濃厚な風味を作ってくれて、でなんかこのくるみもめっちゃ甘みがあって美味しいわ。いやー、でもやっぱこの辺のサラダの味付けとかも絶妙ですね。さすがやっぱ日本人経営者なだけあってクオリティが高い。いや、なんかこのサラダ食べるごとにぐいぐい進んでいって癖になる味わいだわ。野菜がうまい。So your half and half pizza with the 4 cheese and burrata ham margaritas. Can I cut the burrata cheese for you? Yes, please. これチーズめちゃくちゃでかいブラッタータチーズ。スモールサイズとビッグサイズで選べたんですけどね、ビッグ選んだらこんな大きなサイズが出てきましたね。もうすごい全体にこんな感じでまぶしてくれました。 Thank you。 さあ、じゃあいただきますよ。わあ、丁寧に綺麗に切ってくれてるからめっちゃサクッと取れます。チーズもさあどうやって食おうか。
これ絶対手が汚れるやつだからちゃんと濡れティッシュも準備してくれてるんだよね。いただきます。うまっうまい。薄生地なのにすごいもちもち感を感じるこの生地に生ハムとバジルとトマトと、そしてこの濃厚ブラッタータチーズがクリーミーな風味を演出してくれてめちゃうまい。めちゃうまい。これ激うまだわ。うまっ。パルマ生ハムもこれがうまい。やっぱこのブラッタータのクリーミーな味がやっぱ効いてる。これがなかったらまた全然満足度が変わってきそうな感じがする。チーズのクオリティがめっちゃ高いね。濃厚。これはもう赤ワイン飲まなきゃやってられない。うまい。これは最高だ。そして次はチーズの盛り合わせ。いやこれは本当にうまい。蜂蜜は確かにブラックペッパーもこれ絶対うまい。あれ逆こっち向けThank you もう酔っ払ってますね。さっき普通に使ってたのにね。うまっこのチーズの酸味と塩味と蜂蜜の甘みと贅沢な味覚を一気に味わえる。たまんないですねこれは。この中チーズでモッツァレラとカマンベールとブルーチーズとラクレットとグラナパダーノっていうもうね贅沢に5種類。この5種類も混ざったらなんかこういろいろ強調しすぎて雑多な感じするんじゃないのかって思ったんですけど、そんなことなくね、それぞれの風味を贅沢に一口で凝縮された味を味わえる感じでめっちゃうまいなこれ。生地もね本当にさっきも言ったけどもっちもちでもちもち食感とともにこの贅沢なチーズの風味が広がっていく。バランスがすごいいいよね。チーズいっぱい入ってるけどやっぱりブルーチーズ入ってる。ブルーチーズは入ってる。でもそんな強調しすぎないよねブルーチーズは。でもこれがあると味の深さが出る。確かにただ濃厚なチーズじゃなくてブルーチーズでほんのりブルーチーズで深みが出る。これも赤ワイン止まんないっすよ。うまい。これはうまい。いやーでもやっぱなんだかんだねベトナム料理も美味しいんですけど、途中で食べたスペイン料理とこのイタリアン、日本人が作ったピッツァですけどね、やっぱ世界中で食べられてるものはその理由があるんですよ。いやこれはうまいわなんかやっぱ人気店である理由が分かるこのピザは。なんかこのチーズ系のピザで今まで食べてきた中でもトップクラスにうまい気がするこれは。特にこの生ハムのラクレットのねこれが、うまい。いやぜひ皆さんこれねベトナム来たら食べてください。なんかねさっきネットで調べたら東京にも店舗ができたって書いてた気がするんですけど、ちょっと確かな情報じゃないんで調べてみてください。せっかくなんでデザートも頼みました。チーズのアイスですね。なんか一品ちょっと品切れしちゃったから2フレーバーっていう風には言われちゃいましたけど、でもうまそう。いやピザも美味しかったからきっとアイスも美味しいんだろうなこれ。すごいなこれ。うまっ。シャリッとちょっとシャーベット状のような感じでもあるアイスクリーム、口に入れた瞬間にチーズの濃厚な旨味が広がるクリーミーアイスとともに、これも新食感だな。いや最後のデザートのアイスまでこのいろんな種類のチーズのフレーバーの違いを楽しみながら、でこのやっぱ甘みと酸味のバランスがすごいいいですね。またダナンに来たらこのピザ4ピースしたいと思います。気に入ったんでね、さっき調べたら東京にもあるってことなんで東京でも行こう。いや最後にいい店知れたわ。はい、いかがだったでしょうか。ベトナムダナン旅行、歴史あり自然ありグルメありコスパ旅行も贅沢旅行も
工夫次第でどんな楽しみ方もできる本当に素敵なリゾート地、観光地だと思います。今回は2度目の滞在にもかかわらず新しい発見もたくさんあって本当に楽しかったです。景気低迷、円安が続く中でもかなりコスパよく海外旅行を満喫できる場所であることは間違いないので、ぜひ皆さんも次の旅先としてダナン行ってみてください。また旅の最後に訪れたダナンを代表する極上リゾートホテルインターコンチネンタルダナンの動画も近々公開する予定のため、それも楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。